こんにちは。8月28日金曜日20時の配信開始しました。よろしくお願いします。開始前からたくさんご挨拶などもいつもありがとうございます。始まりました。気づいた20時になってた。今日作るものはこちら。じゃーん。海塗り検証会。前回の配信の最後に次回アルファベット海塗り宇宙塗りやろうって話しとってんけど、今日ねモールドを探しとったらなくて、アルファベットのモールドが。で、この前整頓した時全部黄色かったで捨てて、もう一回買おうって思っとったのにそのまま忘れてるってことを思い出したもんで、ちょっとねそのアルファベットやら何やらするのはまた来週どっかでやろうかなと思っておりますので、はい、始まりました。で、その代わりといっては、でも海塗りは海塗りやねん。ちょっとね試したい都市伝説ちゃうけど噂があって、海塗りする時って私の配信でねよく海塗りするけど、白の濃度やら濃さやら量やらが大事とか言ってるやん。で、私がやる時はいつも低粘土と高粘土を混ぜて、で白で海塗り作るとかね、こんな感じで白色を作るんやけど、この白色がまたね濃度が濃すぎるとにじみやすくなったり、薄すぎると模様見えんやんってなったり、これを1対1で一応私は混ぜとるつもりなんやけど、中粘土やと模様が出やすいな思って、とにかく白作るの難しいんだよね。これ以外やと1回やったのはあるかな。これか。カラリーレジンの画面がキモいね。カラリーレジンのスノーを使って海塗りしたら結構うまくいったっていう、そういう回もあったんやけど、ほこりやばいね。聞いたことあるやつが実はコメントとかでもね何回かいただいてたのが、ダイソーとかセリアにあるこのホワイトレジンを使うと海塗りがパッとできるって聞いたんだよね。まだ試してないからわかんない。全部レジン入っとるタイプやんな。昔100均の着色剤ってレジンが入ってないやつが主流やったのに、いつの間にかレジン混ぜてあるやつに変わってったよね。で、今多分店頭に並んでるのがこの3種類かなと思うんやけど、ダイソーはこれだと思うんだけど、でセリアとキャンドゥがこの2種類が並んどるんやけど、おそらくこっちが古いんだよね。古い方がこっちで、メーカーも一緒なんだよね。マルキさんのだよね。こっちからこっちにリニューアルしてったんかなって思ってて、というのもみんなよく見て、これ 4g から 3g になってる。ケースの大きさほぼ一緒なのに 1g 減っとるやんけ。これ最近よくある折り紙が100枚入りが80枚になってるとか、落書き帳が70枚やったんが50枚になってるとかのその感じかな。物価高に伴うね。1g って結構でかいけどね、4が3はだいぶ変わるよねって思うんやけど、多分こっちが最新かなって思ってて減ってる。で、濃度とかどうかな。同じとこが作っとるでな。中身一緒で線を試してみようか。出してみて濃度とかを変わっとるんかどうかも試しつつ、で海塗りに使える。薄めずにいけるのが一番いいよね。スマートで薄めずにいけたら最強って思っとるんやけど、どうやろう。とりあえずこの3種を試してみたいと思います。現状100均にあると思わしき3種試してみますのでね。そう、実質値上げだよね。ちゃんとできるのかやってみましょう。で、海塗りのベースのカラーは今までの配信で使ってない色をまた使おうって探した時にミルキーカラーかな。多分この4色は多分今までの配信の海塗りに使ってないと思うんで、ただ不透明カラーやで微妙って思ったらやっぱいつものジュエリーカラーとかに変えるかもしれん。とりあえずこれを使ってやってみようかなって。ベースの海の色はね。
そんな感じでよろしくお願いします。そう、もう8月終わる、早いよね。落ち着いて考えると 4g とか 3g で100円ってお高いわねって、高いんだよね実は。100均って100円やで安いって思うけど、300円のレジンボトルとかも置いてあるけど、あれ換算すると結構ネットにいろんなレジンある中で高い方に分類されるからね、100均のレジンってね。だったりする。まあでも少量お試しできるからいいよね、安い価格で。お試しにはもってこいかなと思うけど、まあ普通のレジン液は質がね、収縮対策とかがまだあんまできてないやつ多いから、とりあえず他の部分はいつも使ってるグリーンオーシャン社のマサルなどでやろうかなと思ってますね。いや 1g の差でっかいと思う。私ね、たまに仕事でさ、今までレジン本3冊書いたけど全部100均縛りやったもんで、材料が。そういう時こういうの使っとってんけど、もうシェイカー、ダブルシェイカーの外の枠1本じゃ足りないからね。 3g ちょっと足りんねん。そんぐらいの量って感じだから。これもしかして入っとるかな。ちょっと仕事で使っちゃっとったら怪しいんやけど、多分大丈夫やと思う。でこのフレームは昨日もリクエストいただいておりました。クリアフレームで中海塗りのやつをやってほしいといただいてたのでね、それもやっちゃおうかなって思うけど、まずは色作りからやろっかな。いや、フレームも流して色作りもしちゃえばいっか。ね、8月早かったしね、今日アーカイブ見てくださってる方めっちゃ多くて、夏休み明けたんだって思ったの。夏休み中、毎日ね、お子さんがおるで、動画とか見てる場合じゃなかったお母さんたちが多分見れるようになったんかなって思ってた。今日すごいアーカイブ見ていただけてたんでね、ありがとうございます。見ていただいて本当にお疲れ様でした。夏休みドタバタやった皆様も。多分地域によっては来週からやけど、今週から再開ってところが多かったっぽいよね。白いパッケージの方は入ってるよね。レジンって書いてあるで全部。どうなんかな。これってレジン入ってないってこと？そうかもしれんね。だから 3g なんかな。待って、これのさ、古い方もあれで持ってきていいかな。やばい、見つからん。レジン入ってないかも。分かりにくいね、書き方が。でも出してみればわかるか、それも。昔はね、レジン入ってない着色剤の方が置いてあったんだよね、お店に。って思ってもレアになったから取っとこうって思って取っといたやつがあったはずやねんけど、残念ながら出てこないみたいだね、この部屋。もしかしてこれレジン入ってないやつかもしれんね。やったらこの量にも納得。訂正しな。ほら、値下げじゃない、ステルス値上げしたみたいになって待っとったり、訂正しよう、訂正。じゃあ出してみようか、とりあえずね。確かにそんな気がする。レジン液って書いてあるもんね、他のこっちの方は。レジン液ホワイト、こっちレジン液とは書いてないもんね。着色剤の前にレジンって書いてある。そういうことかもしれない。なるほど。確かに。でもこれもあるしね。それっぽい気がしてきた。やったら今回検証する意味なくなるで、この2個で検証するってなるか。とりあえず冒頭から誤爆がございましたが、謎が解けましてありがとうございます。で、まずベースカラーは4色作ろうかなって思ってるけど、透明カラーちょっとむずいねんな。濃度濃しすぎると海っぽさ消えちゃうから、ちょろんと入れてみて
混ぜて、この感じで濃くしたら微妙な海できるなって思ったら切り替えるというか混ぜるね、他の色も。こんばんはってたくさんご挨拶もありがとうございます。昨日昨晩日本の天気大荒れで寝れてない方多いっぽかったけど大丈夫やったかな、みんな。また大気不安定だね、相変わらず。兵庫県もね、雷が尋常じゃない。記者会見のフラッシュレベルでね、ずっと光ってた雷、兵庫県は。ただ光ってるだけで音がそんななかったんだよね。変な感じやったで、ずっと空がさピカン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 って光っとるのに、これ以上入れたら海っぽさ消えるで、やっぱ向いてないな、海塗りに。今こんだけ垂らしただけでね、海塗りに向いてないことが発覚ねっけな。この前やった虹色カラーの時は不透明カラーでも発色がすごかったで、今の量入れたらちょうどいい感じになってんけど、あんま向いてない。でもせっかく用意したで全部ちょっとずつだけ入れて、で補助的にジュエリーカラーで透明のカラーを混ぜる感じにして作ってみようか。とりあえず違う色にしたいよね、今まで作ってるのと。とんでもない雷やったんや。8月いろんなことありましたが、一番の思い出はこまりさんのワークショップに参加したことですって。ほんまや、8月は私ね、久しぶりにリアルイベント高島屋でワークショップやらせていただきましたね。あっという間だね。滋賀県も雷鳴ってたんやね。多分同じ雷雲が移動しまくってたよね。これと対応してるジュエリーカラーを混ぜていく。もう本当やったらいつもやったらジュエリーカラーだけでやるのをね、せっかく持ってきたで使おうという作戦。北海道とかもさ雷鳴ってたみたいだよね、どうやら。だから全国に何個か雷雲が発生してたっぽいなって思ってた。耳の遠いおじいちゃん犬が雷の音にビビって私の足元にいましたってね。そうだよね。我が家もさ元野良猫のね黒白を飼ってるねんけど、猫ちゃんを雷の音鳴り出すともう部屋の隅の穴の奥にシュッて入って出てこんくなるんやけど、光だけならセーフやったっぽい。平常運転でおったで。音ならんかったでね、こっちは幸いやったけど光すごかったなって思ってた。だよね。寝かしつけのため耳だけ失礼しますってイヤホンとかで聞いてくださってるんかな。ありがとうございます。寝かしつけ頑張ってくださいね。ちなみにちょっと今話題になってるねんけど、今日ねこの配信中にいつも金曜ロードショー始まるやん。今日の金曜ロードショーは話題の8番出口らしい。これね、8番出口ってゲームで人気になってでそっから話題になってドラマ化されたやつやと思うねんけど、注意ね、これ結構キモいらしい。キモいっていうかグロいシーンあるらしくて、ほらお子さんとかさ話題になったで見たがるかもしれんけど、実はね猫好き妹が我が家見てて、有名なやつやゲームのやつやって見たら結構グロデスクっぽいシーンが多かって、こんなんなんやみたいになっちゃってたで、もしねこの後見ようとしてる方はちょっと注意だね。多分9時から始まるやんね。色調整してるね。雷の音すごくて地響き、音がしとったんや。それは嫌やね。地響きしてた。音が鳴るの嫌だよね。どっちかというと光より音が嫌だもんね、雷って。ほら中途半端に半透明な色たちができてる。いい感じちゃうかな今んとこで。これと何を対応させよう。これかこうするか。ちゃんとさ似た色同士でペアになってもらってる。珍しい色を作ってる。であと紫作ってみようかなという感じですね。そうそうグロいシーンっていうかね、なんか気持ち悪いシーンがあるって私見てないんやけど、猫好き妹が多分
アマプラとかにあったんかなで見たって言っとって、テレビで見たって。で、なんか、ちょっと微妙らしいで、低学年には。まあでも話題のやつやで面白いんかな。ダイソーの 3g の白レジン入ってない。これはね、っていうかそうや、レジンケースじゃないや、容器の色でわかるんだった。レジン入りのやつかレジン入りじゃないかが。これ黒い。これ黒い。これ白い。白だ。これダメだった。着色剤でした。過去にさ、私聞かれて、レジン入りの着色剤と入ってないのの見分けがつきませんって質問いただいた時に、そうやって答えとるやん、自分で。黒い容器のはレジン入ってますよって言ってたのにね。それを全く忘れていたという。とりあえずこの2つでやろうか、じゃあね。どうかな、ちょっとこれ1人だけ濃いな、なんかこれ。アメジスト入れすぎた疑惑で色できました。でも流したらそう大丈夫か。水色が薄いかもな。緑も薄そうだな。ちょっとね、調整入ります。調整して、であとはフレームはただのクリアをドワーッと流すだけっていう感じだよね。魔法のレジンクリアハード持ってるけど抽縮すごいよね。あれ違うか、チューブのやつか。あれ垂らしにくいんよな。やったことあるんやけど、動画でやってるよね、出した動画で。垂らしにくくて苦手かもって思ってる。とりあえず今日は白を試させていただきますね。ダイソーのレジングッズ興味あるけど買ったことない、配信見れると楽しいですってね、ちょうど皆さんのなんちゅうやろ、検証代わりできたらいいなと思っております。はい、ということで色ができました。そしたら次はフレームに流したいね。色たちは一回こっちの方、じゃあここに置いたらダメや、固まっちゃう。こっちに避難をしてフレームをまず作ると、よしね、あっという間の1週間やったね。今週も今回も前回プレゼント企画のニックネームで質問をいっぱいいただいてたので、それも答えつつ作っていきたいなと思っております。いつもね、質問を送ってくださる方ありがとうございます。これ多分気になってる方いると思うでさ、先に答えときたいねんけど、シルバーウィーク長時間やりますかって聞いていただけてたんやけど、そうや、9月や、シルバーウィーク来るやんってそう思い出したよね。ちなみにもし予定はね、もしシルバーウィーク中に私の配信がある日があったら、それは長時間にしようかなぐらいな感じ。祝日、ここについてる。祝日やで、普段やらない曜日やけどやろうっていうのは多分できないね。仕事がん詰まりにつき。だからシルバーウィークが何月やろうって思う。違う、シルバーウィーク何月やないそりゃ9月に決まってる。何日やろうって思う、シルバーウィークは。それが分かったらね、コマリンライブ中にあるかなって思う。どうかな。8月終わりだよ。あっという間だね。今ハートちょっと流しすぎてるからぴったんこにして、気泡がなさそうだったらそのまま固めちゃう。今オイル穴の横にねできてるから取りたいね。もうこれでフレームはねクリアフレームにしちゃうんで OK って感じですね。シルバーウィークは9月やって。ほんまそれ。昔ってさ、シルバーウィークなんてあったっけ？急にどこかの年で現れた気がしとるんやけど、私。
シルバーウィークなんて子供の頃なかった気がしてて。シルバーウィークはきっと旅行とか行ったら一番高そうだよね。秋って旅行にちょうどいい季節やし。9月21が敬老の日。あ、そうなんや。ここもしかして19、20、21の3連休になるってこと？え？ 20、21、22、23が休み？すごいね。土曜日も含めたら5連休ってことか。わあ、それはシルバー。なんならゴールデン超えてるやん。そんなに休みあるんや。ってなると月曜日を長時間にするとかになるかな。ね、なんでそれで今んとこ考えてます。5連休もあったら大変だねみんな。大変だねみんなってなんや。私どうせ連休もレジにしてるだけだからね、家で。今月も仕事めっちゃあるし、家で特に予定とか立ててないけどさ、家族みんな休みでどっか出かけなとか予定入れなってなるやんってなってるんかな。みんなもう予定入れてるんかな。月曜日じゃあ長時間やらせていただこうかな。でいっぱいプレゼントできたらいいなって思ってますね。大変だねってもはや客観視。予定入れてるんかなみんな。秋やし。よし、これ基本を解いたつもりなんで一回硬化しよっかなと思っております。お墓参りもいいね。確かに夏やと暑いもんね。夏もした方多いやろうけど、秋もいいね。お彼岸でお墓参りって。秋の気候が、いやでもな、9月末でも暑そうだな今年って。なんだか暑そうなイメージある。勝手にこれを固めて、ダメだ、この後まだオイルをさ、オイル穴を塞ぐやつをやらないかんでね。この後大変や。シルバーウィーク多分お一人様満喫してるなって。めっちゃいいやん。私も予定ないですね。そうだよね。まあでもゴールデンウィークとかお盆と一緒でどこ出かけても混んじゃうから、そのことも考えつつって感じになるのかな。シルバーウィークは丸年前、ハッピーマンデーが始まった。ハッピーマンデー始まったのさ。新品や。十何年前とかって過去の配信で話したよね。あれ気づいたら祝日って全部月曜日じゃない？なんでみたいな話になって、その時にやばい。その時に十何年前かに移動してたっていう事実が発覚したんやけど、いやその時にシルバーウィークが誕生したんや。ちなみにちょっと見せたい。今日作った作品みんなに見せたい。じゃーん。ホロクマたちのクリッカー久しぶりに作りました。わー、音を聞いてもらいたい。今日は仕事しつつ隙間時間にちょっとずつ流していきよう。いい音。わーいっていうのをね、今日は作ってましたので、可愛いから見せつける。この後後ろにチャームつけてキーホルダーになるようにしようかなって思うけど、でもこのままで十分な子たちではあるよね。いやー可愛いって言ってもらえてる、ね。今回リボンもつけてみた。こんなんあったって思い出して、こんなのも今日作っておりました。音がいいよね。シルバーウィーク。海色もできてるしね。これだけで綺麗ってさっき言ってもらえてて嬉しかった。ホロクマちゃんのリボンはね、だっけ名前、クレイパーツっていうやつ。レジンじゃないねん。で、リボンだけで売ってるやつがあるって感じ。シルバーウィーク以外は全てマルシェってすごい。でもマルシェとかにもちょうどいい気候になってくるね。この後どんどんね。で、結構がっつりめに固めて、気泡ができとる。気泡じゃなかった。オイル穴が気泡に見えただけやった。そう、オイル穴防がなあかんで、この後オイル穴防ぐ準備もしとかなあかん。で、これまだ
ちらっと見せとくぐらいにしとこう。ね、シルバーウィーク、シルバーの私にプレゼントよろしくですって。でもシルバーウィークのシルバーってそっちのシルバーの意味じゃないやんな、きっと。ゴールデンウィークに対抗して作ったと見たり、どうかな、これ。いい音してた？今で先から戻ってきましたってね、お仕事の後来てくださる皆様もありがとうございます。今週もお疲れ様です。クリッカー大人もハマるってテレビで特集してました。だって、すごい。そんな流行ってるんや。私がね、何か見かけたのは、キーボード、パソコンのキーボードのちっちゃいバージョン、キーボードが10個ぐらいだけのやつに、クリッカーがいっぱいついててカチカチカチってできるキーホルダーみたいの流行ってるって流れてきて、これは楽しそうって思った。本当のキーボードのでかさでこんぐらいだけを切り取ったみたいな。クリッカー手帳？そんなん見かけたねんけど、やるんかな、そういうのも。お給料減るのでシルバーウィークいらないですって。確かにそうだよね。減るどころかさ、使っちゃうよね、言うたら。なんか時間潰さな、出かけなみたいになると、ね、そんなあなたにぜひ祝日もレジンしか勝たんというね、コアリンライブの祝日配信のテーマいかがでしょうか。これシルバーウィークはお仕事やけど21日有給取るからリアタイできるって。嬉しい。これまさか私のためじゃなくて偶然有給やったのか私のためかどっちやろうって思ったけど、私のためってことにしとこう。誕生日の方いる。待ってね、めっちゃあったかいこれ。私事ですが本日永遠の28歳の誕生日ですって。やったー。去年もたまたま配信日でお祝いしてもらったのですが、今年もたまたま配信日で嬉しいですって。そっか、去年と今年って誕生日の曜日一緒なんかな、もしかしてね。おめでとうございます。また来年もお祝いさせてくださいね。素敵な一年になりますように。おめでとうございます。嬉しいね。見て、綺麗にできた。すごい。もう透明すぎて、ほら紛れて隠れてバレないみたいな透明なんできたけど、このオイラーナは今回いらないので今から塞ぎたいと思いますね。こんばんは。昨日から低気圧の影響で体が痛くてダウンしておりますってね。ご挨拶ありがとうございます。アーカイブいつも見てくださって嬉しいしね。ゆっくり過ごしてくださいね。体調悪い方多い気がするんやけど、これもしかして低気圧の影響もあるんかな。でとかさ、さっきニュースでやっとったのは夏休み明けでね、キッズたちで調子悪い子が増えるとか、その夏の疲れがどっと出てくるとか、そういうのもある時期かもしれんね。ほらゴールデンウィーク明けとかも体調崩してる方多かったなって思ってんけどね。もうみんな崩してる方はね、早く元気に戻れるように無理せず過ごしてくださいね。で、このオイラーナを埋めてからやりたいと思う。ここが貼りにくい。すごい。よいしょよいしょと。で、オイラーナはグググっと寄りまして、レジン入れとくか。風邪ひいてるんや。この時期にひくって夏風邪かな。風邪ひいちゃってる方はね、クーラーのせいとか寒暖差のせいとかそうなるんかな。インフルとかコロナってまだ見えるんかな。空っぽや。今もまだ多分あるやんな、ちょこちょこ。インフルはあんま効かんくなったけど、コロナの方はまだたまにね報告してくださってる方いる。コロナになっちゃったって。これ真ん中にちょんって垂らして染み渡らせる感じで、ちょっとふっくら気味にしといて後で削ろっか。どうかな。よくこの
マステとの境界に気泡できてて失敗するときあるけど、見た目できてなさそうなんで、これで一回固めようと思いますね。やばいやばい、色のとこに漏れてる光が。ちょっと色のとこに光漏れてて危ない危ない。やっぱ着色台しまうわ。やっぱダメや、机出しとくとごちゃごちゃしてね、どんどん机が汚れていく。敬老の日だからシルバーって、じゃあ本当にシルバーってことか。本当にシルバーってどういう意味？本当のシルバーってことなんや。去年と今年は同じ月日だと曜日はずれてる。あ、そうなんや。じゃあ月が木の人が月になってたりするとか、そういう感じかな、もしかしてね。金やった人がみたいな。ずれてはおるんや、とりあえず。インフルエンザもう流行り始めた。で、さっきニュースで言ってました。だって早いね。1990年来2番目に早い流行りらしいですって。インフルエンザってだって冬のイメージあるもんね。今から流行るってことは今年も結構流行っちゃうんかな。去年ひどかったよね。去年はね、多分12月頃のライブをね、見返してもらうとわかると思うけど、チャット欄とかにインフルなっちゃったって方とか、コロナなっちゃったって方が毎配信10人以上おったねん。そんぐらい流行ってた。結構このこまりっこさんたちのチャットの報告をね、読むと、全国今こんな感じなんやっていうのの縮図になってたりするねん。早いね。数年猛暑だったけど、今年は夏寒いし、寒い時期あったね、一回。スーパーエルニーニョとか行った直後ぐらい。台風とか豪雨とかはちゃめちゃお天気で体調悪い人多いですよねって。そうだよね。ちょっとおかしいよね、やっぱ。どんどん気候がさ、昔から変わってってるもんね。インフルエンザ、流行りだした。気をつけなあかんね。大体ね、我が家はインフルは私が引きこもりだから、学校で流行ったのがうちに来たりする。で、うつらんように気をつけて過ごしても絶対うつってしまう、私は。こんばんは、うちの孫インフルになり 39.8 度の高熱が出ました。部活内感染ですって。わあ、そっか。やっぱり今なっちゃってるね、ご家族の方もいてるんや。39.8 度はどうなんやろ。お子さんやったらまだ普通に折れるんかな。私一回ね、何年前か忘れたけど、インフル A になった時に40度出たんやけど、熱下がった後も2週間ぐらいずっとさ、ちょっと動くだけでだるくなっちゃうって感じでね、めっちゃ引きずったな。大人の高熱はやばいなってその時に思った。子供って結構高熱パーンって出てパーンって治るイメージあるけどね、大人のやつは結構やばいっぽいなってその時思ったねん。気をつけなあかんね。確かに今学級閉鎖あったら、せっかくね、夏休み頑張って毎日昼ご飯作って時間潰せるようにいろいろ準備してってやって疲れ切ってるお母さんたちが、また学級閉鎖で結局休みかいってなってまう。今流行ったらね。ね、こんばんはっていらっしゃいませ。そっか、低気圧のせいで薬も効かないってね。低気圧ずつなっちゃう方ちょこちょこ見えるけど、何だっけ、五苓散が効くみたいな話してたよね、前で。これ頑張って削っていきましょう。漢方の薬がいいらしい。でも頭痛って原因結構いろいろあるらしくて、効くものが違うらしい。首をさ、温めるといいとか冷やすといいとかいろいろパターンによってちゃうらしくて難しいよね、頭痛の原因。私はね、いつもバファリンプラス飲めば治るで、それで治すんやけど、人によってはこの薬は効かんくてこれは効くとかもあるらしい。頭痛とかね、鎮痛剤っちゅうんかな。この前主人はカレーは昔3日ぐらい食べてたよな。今は気温が高いから腐るなって。
カレー作りながら言ってましたって。確かにキッチンに出しっぱなしにしといたら腐ってるパターンやんな。私ね、味噌汁とかシチュー何回かやったんだよね。温めたらいけるやろって思って、梅雨の時期とかにさ、そんなに暑くないし1日ぐらいいけるやろって思って1日置いてんで、温めたらいけるやろって思って温めて食べようとしたら匂いおかしいってなって捨てるみたいな。それ何回かやってしまった、今まで。結構早いよね、もう腐っちゃうのも昔より。湿度も高いんだよね、気温だけじゃなくて。昔よりシビアになってるのは感じる。確かに。こんばんは。昨日お誕生日を祝っていただいたものです。夫と良いお肉でのからのお肉食べ中にチャットしてくださって、この後旦那とどうしようってデートプラン聞いてくださった方やチャットで。デザートからのカラオケ満喫しまして、すごい私たちのアドバイス通りにデートしてくださったんですね。よかった、満喫できてね。そしてアイディアをくださったこまりっこさんもナイスでした。よかったね。こんばんは。カレー、これ何て言うっけ、カレーなんて読むんやっけちょっと待ってね。これはそば。よかった、そばだ。そばの漢字読めんくてやばいってなるとこやった。カレーそばを食べたのですが、茹ですぎて 2.5 人前食べたのでお腹パンパンですって。めっちゃわかる。我が家さ、猫好きパパがパスタ昼ご飯とかで作ってくれるときに、絶対パスタ茹ですぎてさ、もう作りすぎてパンパンになっとるねんけど、いつも。あれって何グラム茹でるとか決まりがあるんかな、この水の量に対してとか。それとも一束ガバって取って1回で使おうとする、そうなるんかな。毎回作りすぎて苦しんどるのに、今日も作りすぎてるやんっていつも思う。束とかで作るからかな、それね。腐るのは湿度もありそうでね。シチューを腐らすのがやばいっていう投稿を最近 SNS で流れてきて、昔の私やって思った。ちゃんと匂いやばいって気づいて捨てたけど、シチューを腐らせるとなんか菌が強いらしくて危ないらしい、他の食べ物よりっていうのをつい最近ね見たよ。頭痛は歯も関係あるって歯医者さんが言ってたってね。でも歯とか、あとね肩とか首とか耳もなるで、頭痛に。あと鼻づまりとかも。いろんな場所が頭につながっている。でも1人前80から100グラムって聞いたけどってパスタがってことかな。いつもさ、麺茹ですぎてる。でもこれさ、多分ほら永遠の28歳世代でそろそろ胃袋のね力が落ち着いてきたこまりっこさんわかると思うねんけど、ご飯作る時とかにもし足りんかったらどうしようって思ってさ、多く作ってまうことってない？それとか飲食店でなんとなく美味しそうやでさ、多めに頼んだら後半食べるの苦しくなって、この一品いらんかったやんみたいななることないかな。これ我が家だけかな。飲食店とかでね、たまに我が家は数ヶ月に1回サイゼリアに行くねんけど、サイゼリア安いでさ、バーって頼むねんな。わーとか言ってバーって頼んで、で猫好きパパがピザからのドリアとか頼んで、パスタからのピザからのドリアとか頼んで、最後ドリアいらんかったねってなるねん。これ我が家だけかな。で少なめに頼もうって最初にさ言うんやけど、その頼む時はお腹空いとるもんで多めに頼んでまうねん、いつも。私の兄は虫歯のせいで高熱出しましたって。そうなんや。じゃあ歯抜いた後とかにそっから熱とか頭痛くることもあるってことかな。パスタのペットボトルのキャップ理論を書いてくれてる方がいっぱいいる。なるほどね。それ伝えとこ、猫好きパパに。やっぱさっき作りすぎちゃった方、測らずに一束ドーンですって書いてる。多分猫好きパパもそうやってるんやろうなって思う。ここさまっすぐにしんと、今回シェイカーじゃなくて
ここの中に海を作って、そしてもう完成ってするもんで、ここをね、いつもやったらシェイカーの蓋するんやったらちょっと若干段々になっててもいいんやけど、今回はまっすぐにしとかんと、相当まっすぐにしとかんと仕上がった時にすぐバレる。やで、頑張って削る。ここはしっかり。こんばんは。運転中にありがとうございます。眠れない時、こまりさんの配信を流すといつの間にか眠れてることに気づいたので、ほぼ毎晩流しっぱなしにしてますって。嬉しいね。ありがとうございます。なんで寝れるんだろう、こんな喋り続けてるのに。じゃあもう入眠用ライブを目指してもっとゆっくり喋ろっかな。食べたい気持ちわかる？焼肉屋さん行くと最後押し付け合いになりますってわかる？最後の方お腹いっぱいになってもういいわ、誰か食べてってなる。私はそうめんが少ないかなと思って茹でると大量になって家族みんな大食い大会並みに頑張ります。そうめんも思ったより多いよね、茹でるとあれ。私も注文しすぎるのありますって仲間言ってた。で毎回反省するねん。次回はもう一品は少なくしようねって。当選者さんがコメントしてくれてるんかな、これね。初コメですって。ありがとうございます。初コメ。8月17日の東欧タイルミニシェイカーのアーカイブチャンスに当選したものですって。アーカイブ報告嬉しい。ちゃんとアーカイブチャンスの全然まっすぐならちゃんとアーカイブチャンスのさアイテム送っとるっていう証明になるから書いてもらえると助かる。ほら、世の中のプレゼント企画って本当はさ送ってないんちゃうかって思うやつあるやん、たまに。そう思ってる方がもしいたらあれやで報告してもらえるとすごい助かりますね。ありがとうございます。ほんわかのりめっちゃ可愛いです。大事にしますとのことでほんわか爽やかな感じにできてたよね、あれね。報告ありがとうございます。わーっと戻っていき、おめでとうございますっていっぱい言ってくれてる方もありがとうございます。そういえば今年そうめん食べてないやって。我が家は3回食べたかな。おすすめはもう豚しゃぶと一緒に食べる。豚しゃぶときゅうりの千切りとかを一緒にして食べたやつが美味しかったな。そうめんなのにがっつりって感じで。もう夏終わるからね。よく聞くのはスーパーにさ買い物行くやん、主婦のみんなとかね。スーパーに買い物行く前にお腹を膨らましとく方が無駄遣いが減るみたいな。それはよく聞いたよね、以前。私も気をつけとった。買い物前に空腹にならんように気をつけてアメちゃんとか食べてから買いに行ったりしてたよ。そんなん関係なくレジ前に安くなってるお菓子置いてあったら買っちゃうよね。よし、削れた。んで今から粉を取って海塗りした後にフレームにコーティングとかする予定なんで、そこまで別に触らず置いとくかな、この削りたてのやつは。プレゼント詐欺世の中にはあるのですねって。わからん、ないかもしれん。私の予想ね。ほらでもなんか怪しいのあるよね、たまにさ。ペイペイをペイペイ100万円分プレゼント、インスタフォローしてなんとかしたらみたいな怪しいアカウントは見たことあるけど、企業とかのプレゼント企画はちゃんとやってるかなって思う。やってるんやろうけど、ほら私のライブもそうやけど、当選者さんは発送を持ってどうたらこうたらって書いてあるとさ、みんなに分かんないじゃんね、本当に届いてるかどうか。で人によってはね、本当にやってるんかなって思っちゃうかなって思う。そうスーパー行く前にアメちゃん舐めるだけで違う。多分同じテレビ見たよね、きっと。それ見てから私はアメちゃんを食べてからスーパー行くようにしてた。
うちはよく食べる長男いなくなったのになかなか前の量から少なく作るのになれなくていっぱいになってしまいますって。そうだよね、家族の、ね、人数が独り立ちとかして急に変わったらしばらく量をつかめなさそうではある。娘の旦那さんが家の一人前にびっくりしてましたって。多分あれ違うよね、家によって。言ったら食事の文化っていうか出方ね。我が家の猫好きパパの実家に行くとご飯ほら真ん中に大皿が出て自分で取って OK 形式やねん。それがね、私はあんまり見たことなかったで衝撃やった。我が家は一皿に一人一皿、いや違う、一人一人振り分けたものが食卓に置かれてたから、自分で自由に取って形式はあんま見たことなかった。でも家族とか多いとそうなるんかな。家族の人数分けるの大変になるじゃん、お母さんがね。そうなると大皿系になるんかな。もうその形式をあんまり見たことがなかったで衝撃やったね。こんなんめっちゃ食べれ、私やったら好きなもんばっか取って野菜とか食べんねえけどなって思いながら、でもちゃんとね、みんな見とるでさ、一応野菜取っとるふりしとくかみたいな、そんなんしとったねんけど、肉って取って野菜ちょっとふわっと取ってみたいな、こんなんできちゃうやんって思いながらやっとった。よし。でいいかな。やっとこさ海塗りに近づいてまいりましたよ、ここから。うちも一人一皿だったので自由に取る形式の友達の家行った時びっくりしましたって。一緒だ。そうそう、そんな感じ。我が家も机の上にご飯とおかずと味噌汁とサラダとってお母さん出してくれてたからさ、一人分ずつ。その形式を知らんかったであんまり衝撃やった。ということでここからまずは海の色を流したいって感じだよね、これ。うちも大皿丼だよって。そっか。大皿でさ出てくるさご家庭の皆様は野菜っていうか自分の苦手なもんもちゃんと取れるん、自分の皿に。私ピーマンとか玉ねぎ入ってたらそこ避けて取っちゃうんだけど、ちゃんとみんなバランスよく取るってことかな。よし、流してみよう。とりあえず適当に流してみるよね。だーって。どうしようかな。こうグラデにするかな、斜めに。ってするとここあれやばい何も考えてない。流してみようか、適当に。濃度大丈夫かな。これは問題ない。青がまだちょっと少ない。紫濃い気しとるね。濃いね。ちょっと少なめに流して薄めよう、この後他の色で。紫以外はちょうどいいや。紫だけちょっと出しゃばり気味って感じで調整しよう。大皿タイプ結構多いね。それぞれ食べる量違うのにで大皿にのせてドンって出す。確かに個人に合わせるとやっぱお母さんが大変すぎるよね、その形式やと。確かに。そうめんは冬でも食べれますよ、乳麺としてって。あったかいやつやんな。実は食べたことないねんな、私。あったかいやつ美味しいんかな。そうめんってつるっと食べれるで夏に向いてる感じはするけど、乳麺を食べたことない、あったかいやつ。どうかな。いいんじゃない。紫だけ濃いから無理やりからこう広げて勝手に広がれみたいな、ちょっと紫いたみたいな感じにしちゃえばいいかな、こうやって。で海塗りするしね。でももうちょっといってもいいか。こんな感じにしとけば。この前作った虹色カラーのにすごい似てるな。虹色カラーがそもそもそういう感じやったんかな。ミルキーカラーにジュエリー混ぜたぐらいの濃度で作ってあったんかな、もしかして。いい感じの色じゃないでしょうか。
でちなみに今日は海塗りに全力したいんで砂浜も作っておらずという感じやけど、砂浜なしもね可愛いんだよね最近思うけど、砂浜なしでデコを頑張る形式も結構可愛いからね、それでやっていこうと思う。紫を頑張って伸ばして、水色がもうちょっと、水色さんがもうちょっと頑張って、水色薄すぎてるなこれ、水色薄すぎる。でもなんかもう無理やりこうやってトントントンってしてどうにかしちゃえって感じだよね。フライパンのままドーンはかっこいいね。なんかもうでもそういうようにさ、フライパンの取っ手だけ取れるやつとかあるもんね。確かに大皿の時もあったけど、サラダは大皿じゃなかったってことは、サラダはちゃんと野菜はみんな食べなさいっていう感じってことかな。肉料理とかだけ大皿でサラダは個別とか、そういうパターンってことか。いい感じな気がするけど、どうかな。だこれね、今見てる色と、ほらグレーのマットの上に置いてあるやん作品が、持ち上げた時結構色味ちゃったりするねんな。でもいい感じな気するな。もうちょっと濃くしてもいいかもってぐらいかな。持ち上げた時薄いから、ちょっとだけ濃くしとこう。でもなんかできてる感じするよね、海っぽいっていうか。でちゃんと今日はシールの出番あるかな、ないかな。ないな。とにかくね、海塗りをこの後頑張って試しましょうっていう感じです。でこれ若干モネっぽさを感じながら一回硬化して、その後星型のがむずいと見た。もう広さが独特やん、角々しとって。星型に色作る方が難しいと見た。星型の方はランダムグラでしようかな。ポタンポタンポタンってもうマットにいっぱいこぼれてるやん。とりあえず一回固めますね。気泡でんといいな。縁から出てもいっか、海塗りでわからんなるで。温かいそうめん美味しいですよねって。乳麺食べたことある方多いね。珍しい。もしかして食べたことないという私は。乳麺美味しいですよって。夏のそうめんより肌寒くなってからの乳麺ってそんな字書くんや。煮るに麺で乳麺なのかな。今年の冬じゃああったかいの食べてみよう。青でもなし紫でもなしってとこ海って感じねってね。いい感じできたかな。いつもと違う色に。いやでもこの前の虹色カラーに似てる。その今パエリアはフライパンで出てくるからね。パエリアも食べたことない。パエリア料理が出てくる店は行ったことあるけど、なんか私嫌いそうって思って食べてない。食べたことない。そもそも好き嫌いとか食わず嫌いが多い人間やでね、あんまり食べたことないものが普通より多い疑惑がある。どっちやろう。使っとった筆先がわからんくなった。どっちか。もうちょっと唐揚げって唐揚げって話してるの見たら私も食べたくなってきた。唐揚げのさ揚げたてってめっちゃ美味しいよね。冷めるとだいぶ落ちちゃうんやけど、揚げたては本当に美味しい。唐揚げはもうどんなやつでも。でももう今回さポタンポタンって垂らしてさ、なんかハウスを作りたいかもしれん。こっちのやつポタンって垂らしてハウスカラーを作りたい。タンプタンこんばんはって。いらっしゃいませ。ありがとうございます。今日は金曜日だ。こんばんは。我が家は今日まさに大皿でガーリックステーキライスでしたって。美味しそう。ガーリックステーキライスってペッパーランチみたいなやつってことやんな多分。ガーリックステーキライスペッパーランチみたいな感じやと見た。美味しそうね。ってなる。大皿でそっか、1種類やったらみんな好きな量を取るってなるもんね。なるほどね。結構大皿文化あるんや。ゲームを
なんちゅうの、独特を作っていく独特な色を。水色がね、存在感ないで、あんま、買うとさ、こうやって色が薄まるだけで、水色がもうちょっと濃くして使えばよかったし、なんならもう使わんでいいや、ここでは。やっぱ星の形独特でむずいかもしれん、これ。いや、でも、謎の混沌ができてきつつあるし、とにかく海塗りが合う色になるなら何でも OK だよね。どん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 。こっちにできてないな、気泡ハートの方。どうでしょう。いい感じに混沌。こっちも、海塗りもこっちの方が難しそう。とにかくね、模様が出るか否かを確認したいで、今日のは白いレジン液で。パンって垂らした時にちゃんと、そこの今ね、この流してる色が浮かび上がってくるかを確認したいで、星の方多分難しいやろうけど、まあいいや、色が出るかさえ分かれば。で、紫をもうちょっと頑張らして、独特カラーを見せつける感じでいったらいいかな。緑ももうちょっと。ね、こんな感じで。でもなんか水色もっと濃くしてあげて、買ってあげたかったな。なんか、存在なくてかわいそう。とにかくできたという。もうちょっと、なんかこの辺にちょっとだけ紫。そういう紫で、バランス取ろう。こんな感じになりましたね。もっと濃くていいかもしれない。どうしよう。液の量を増やすか。持ち上げた時に薄っぺらい。また初コメ当選報告してくださってる。ありがとうございます。カクテルモールドの当選作品本日受け取りました。素敵な作品ありがとうございましたってね、報告嬉しい。で、カクテルはすごいいい感じのグラでできてた気がするからね、気に入ってもらえて嬉しいし、わざわざ報告ありがとうございます。じゃんじゃんじゃん。最近はアーカイブ企画の応募が1週間で締め切りに変更されたんだよね。今まで3日後に締め切りやったんが1週間で締め切りになったから、結構みんな忘れた頃に来てるんちゃうかなって思う。1週間後に当選者さんに抽選してるからね。時差で忘れた頃来るのもいいよね、きっとね。こんな感じ、さっきより濃くしたつもり。この辺の真ん中のさ、すべての色が混じってるとこ若干ドブになりかけて、危ない。帰ろう。ドブになりかけで、ここで水色を垂らして、なんか一回浄化するみたいな。そういう感じでやってみた。よし。これで一回固めて、ね、この後、いよいよあれをやりたいと思いますね。ちょっと緑のとこが弱いな。どうしようかな。固めた後、緑のとこだけ塗り直そうかな、上から。そんなこともやったりする。緑。色しまうね、とりあえず机の上の。色をしまりますと。で、こんばんはってご挨拶ありがとうございます。ナマコ食べたことない。それはね、食べたいとも思わんけど、でも美味しいんかな。結構見た目がさ、怖いやつとかって美味しいって言うやん。ナマコは食べたことないな。そして食べたくもない。うなぎ食べれるけど好きじゃないね。あんまり、多分、この前ウニの時とかもそういう話したけど、安いやつしか食べたことなくて、美味しいのを知らないんだと思う、うなぎとかは。あんまり美味しいと思ったことがない。食べたことはあるけど。でも多分高いやつを食べたら美味しいんだと思う。こんな感じで緑だけちょっと足しまして、で、交換した後に海塗り、いよいよ海塗りのターンに入ろうと思っている。今の時点で綺麗だね、色がね。私も初コメ報告したいなって4年前から言ってる方が言ってる。初コメ、今月初コメですとかならいけるかもしれないね。ナマコはコリコリしてて美味しいよって。美味しいんや。
ちなみにこれはねって言われるけど、貝類も食べれないというか、あ、こんな縁についちゃってる。これ取っときたいねんな。後で邪魔になるで、この縁にさ、多分色がぴょって飛んじゃったやつ。これね、後で邪魔になるねん、結構。これ柔らかいうちに取れちゃうものなら取りたい。こうやってタミヤで。あ、取れた取れた。ガスガス傷つけてる。取れた取れた。つきたてほやほやならペリって取れる。もうここにも飛ばしてる。こっちも飛んでるかな。こっちは大丈夫だ。ここも飛んじゃってる色が。これをタミヤで取っておきまして、どっちからやろうかな。セリアのやつかダイソーのか。セリアのやつからやろうかなって思ってるよ。いい生コス。すごい名前だ。食べたことないけどコリコリしてるらしいってね。軟骨とか好きな方とかが好きな感じかな。ちなみにこれもって思われそうやけど、ホルモンとか軟骨も苦手。ホルモン好きな方多いよね。それもそっちも食べたことあるけど、なんかダメやった。やで、食わず嫌い多いなって思う自分でも。よし、じゃあまずこっちのちょっと振っといた方がいいかな。セリアキャンドゥにあるホワイトレジン液からやっていきましょうか。今日の初コメと今月初コメってもう買いたい放題になってるやん。ね、確かに。全部いける。今週初コメですもいけるし。今フリフリしてる。私は貝や軟骨、イカ、タコ好きって。タコだけいけるか。他はダメだな、私もホルモン無理。もつ鍋とか無理ですって。そっか、一定数苦手な方いてるね。やっぱ人によってさ、味覚がちゃうからね。やってみるね。怖い。いけるかな。薄っ。こんなん。これさ、白いレジンと思って買った人、これ本当にこの濃度？私が触れてないとかじゃなく？薄ない？めちゃ。触れてないかな、もしかしてずっと壁にかけてあるやつやで。めっちゃ薄いんやけど、そういうもんなんかな。同じもの持ってる方いたら、もし教えてほしい。私のシャカシャカ不足かな、振るの。こんなに薄い？こういうもん？だったら、まあでも海塗りするには、でも薄いよな、これ。気になる。これ私のせいなのか。いや、一回絞ってみるか。私がずっと放置してるからムラになってるだけやったら後で濃いやつ出てくるもんね。本当に薄い？もしかしてデフォルトでこの濃さかな。全部いっちゃえ。終わったこれで終わり。 3g。 薄いんや。こんなにね。薄いよね。黄色も薄い。へえ、こんなもんなんや、濃度ね。やったらね、なんちゃろ、がっつりした白を作りたくて買っちゃった方はびっくりになるよね、これはね。全部で、これで 3g。ぴったりって感じ。うっすってなってるチューブタイプもあるよね、そういえば。こっちは濃いんや。とりあえず今回のテーマなんでこれでやってみますね。粘土はいい感じだね。粘土は私がいつも海塗り用に作る白色の中粘土と高粘土を混ぜたやつの粘土。高粘土と低粘土を混ぜて中粘土にした時の粘土にはなってるけど。薄いね、だいぶ。確かにホワイト名乗っていいんかな、これで。さすがに薄すぎるでさ、普段の海塗りってもっとめっちゃ薄く流すんやけど、白。ちょっと分厚く流しといた。模様出可能性もあるという恐れから。ね、持ってる方もいてて、これが普通らしいんで、じゃあ海塗りしていきましょうか。
でも他の色使った時もうちょっと濃かった気がするねんけどな、ホワイトじゃない。じゃあ海塗りチャレンジスタートしたいけど、ちょっと待ってね。ちょんちょんそれで見やすい画角に変更をし、この角度にしとけばみんなが見えるんじゃないかなと思う。では模様出るでしょうか。やってみましょう。2、3g 少ないよね。こんばんはって。コメントありがとうございます。だって模様できてるけどレジンが薄すぎて見えてないで。事故ってないかこれじゃ見えんやろみんなから。私からはほんのり見える、海塗りの模様が。多分みんなから見えてないよなこれ。なんもない。海ないで、どこにも。噂はまさかみたいな。ほんのりあるのがちょっとだけ見える。ないよね。じゃあダイソーのかな、100均のレジンで海塗りめっちゃうまくできます情報は。ほんのりあるけどって感じで、こういう時はね、一回拭いて固めるともう一回やり直せるからね。でこれはさすがに海塗りじゃないってことで、そうだね、これ加えてやるってなるかな。こんぐらいの多分分厚く流したとこで模様出ないよね今のやつは。もしかしてダイソーの白が使える疑惑があるから、そっちも行ってみようか。放送事故。ローガンズだからじゃなくて本当にね、私の目でもうっすらしか見えない。っていうか本当に白色ってあの薄さなのって思ってる。チューブタイプの白は濃い。チューブタイプの白持ってない。ちょっと待ってね、挽回してあげたいじゃんやっぱチューブタイプって違うか。チューブタイプのはダイソーなの。違うの見つけた。これもセリアのやつだ。しかも違うよね。こっちはどうやろう。この子でリベンジセリアキャンドゥレジンリベンジいかがでしょうか。もう一種類見つけてきた。でもさっきチャットにね書いてくれてたチューブタイプではないねんけど、とりあえずセリアとキャンドゥに置いてあるやつのもう一個のホワイトレジンを見つけたよ。でまた同じ感じやったらドンマイってことで、これ一回ね、で海塗り失敗したってなったらこうやって拭いてやり直し可能なんやけど、注意点が1個だけあって、一回硬化しなきゃいけない。硬化しないとこの液を塗った履歴が残ってるもんで、ここになんか海塗り模様が広がりやすくなっちゃうから、これやり直そうって思って拭いたら一回硬化するのが鉄則って感じかな。今こんな状態ね。これがこうなってる。このダイソーもやりたい。でこのピントが高すぎるとピントがこっちのもう一個あるやつでやってみようか。違う会社だ。こっちのレジン液はこれ後に出た方ちゃうかな。速乾がついてるでどうかな。これやとまた違うのかどうか試してみようかこの後。さあまずここに絞ってみていいかな。これこうでした。ここに絞ったらある程度わかるよね。振らなきゃって思って今振ろうと危ない。
そうそう、やり直しは最高化するってこと。見えてなかったのはね、ローガンズだからではなく、あれやったね。本当に見えてないやつだったね。今振ってみたけどどうかな。待って、もっと薄い。大丈夫かなこれ。もっと薄いの出てきたけど。ほんまになんかもっと薄いけど。薄いってか一緒。さっきより分厚く流してみる？ちょっと。待って、もっと薄いの出てきちゃった。一回こっちに出して様子見てどっち使うかやろうか。色混ぜんときついよな。あ、こっちの方が粘度があるね。こうさ、ちっちゃいボトルって泡泡になるのが嫌なんだよね。こんだけで終わっちゃった。使いかけかな、もしかして。使いかけやった疑惑もある。こっちより薄いよ。挽回できるかなと思ったら。ほら。ダメじゃんね。これね、やろうとしたら、たまにさ、海塗りですごい分厚く流してるのに、水模様できてるって方を見かけるねんけど、分厚く流したらどうなるか試そうか。で、ダメやったら着色剤パイセンにしてもらって、とりあえず無理やり作ろうと思うねんけど。どうしよう、ダイソーの方も同じような感じやったら。ほら、こんだけ分厚くしてみたらさすがに白の模様出ると思うんやけど、ちゃんと海模様はできるかどうか問題。ほぼ使い切った 3g を。これで出んかったら、まあ、ズコーってやってもらおう、みんなに。ズコーってやってもらうしかない。これだいぶ分厚く流してみた。さっき全然見えんかったで。これで出るのかどうか。でも、こんな分厚く、たまにさ、こんぐらい白色分厚く流して模様めっちゃ綺麗にできてる人見かけるねんけど、何が違うんやろうなってよく思っとるねん。もしかしてそれができるかもしれんで。ホワイトって書いていいで、半透明ホワイトとか書いた方がいいよね。やったら。さっきよりは出てる。あ、全然出てるね、さっきより。模様は広がらず。普段やるやつと違って模様が広がらない。ちょっとそのことも考慮して配置しなきゃいけないな、液を。でもさっきより全然出てるよね、模様。しかも分厚く流してるのににじまんね。私がよく見かけるいろいろいっぱい流してるのに模様できてるのなぜの人にはなってるかもしれん。一応でもにじんできそうだな。こっからさっきより全然出てるね。んでクリアを落とす。クリアを。でも模様作るむずいわ。ちょっと待ってね。これ時間が経つとどうなる？にじんでくるんかな。にじまない。こんなに分厚く流してるのに。ただこの時間経過とともににじむのか、それとも効果中ににじむのか問題がある。それ心配してる私。この後にじんでくるのかって警戒中。できてる。あ、ちょ垂らしすぎ。なんとかなってるんちゃう？一応レアな感じに。でもいつも作る海塗りよりはなんか模様違うっていうかね。高粘土をポターンって垂らした時に、いつもやる海塗りやとそれが広がっていくねんな。垂らしたやつがポヨヨーンって。でそのさ、広がる大きさを考慮して液を落としよるねんけど、いつもそれがないって感じ。液がポヨヨンって広がらないから、間結構空いたなって感じ。でもなってるやん。一応海じゃないこれ。
固めた時どうなるこの後。海なった。無理やり分厚く流したら。ちょっと待って。はい。固めな。はよ。広がる前にはよ。固めな。固めたらどうなるんでしょうか。ちょっと固めてみますね。もう一応、なってたね。で、いつもと違う感じで面白かったかも。全然広がらない。垂らした液が。中粘土やで、広がらんのかな。中粘土、高粘土になったで。とりあえず分厚く流すんや。いつもと違う感じで。確かに広がりにくいから逆に初心者向きではあるかもしれん。でも、ほぼ1本使ったで、今ので。早くおーって。できてる。にじんでないかもしれん。にじんでる？わからん。眩しい。ごめん。この後お楽しみに今固めております。いい感じじゃない？でも白にじんでないか、ちょっと。でもぼんやり好きな方は好きな感じかもしれん、これ。薄っ。いや、でもできてる。ですごい分厚く流したから深みがある。結構いいかもしれん。コスパはめちゃくちゃ悪い。1回100円の海塗り。海塗り1回100円。いらっしゃい。海塗り1回100円だよ。って感じになってる。でもいつもと違う雰囲気のできて結構好きかもしれん。これはこれで。なんで色が余ったのこんだけね。色が薄い分たっぷり流してで垂らすと広がらないからいつも垂らしてもうまくいかん人もうまくいくかもねぐらいなね感じのができましたね。とりあえずコスパは悪い。もう立たんくなっちゃったのこれ。液すらなぜか立てれんくなっていく。じゃあ続いて気になる。でもすごい分厚くなっちゃったよ。白だいぶ分厚く流したし、なんかプレートみたいになってる。でも綺麗。いいかもしれんこの海塗り。ただ高い。ってことでここに置いとこっか。これで作りましたよってやつを。で続いてダイソーのやつを使ってみようか。で見せる。いらっしゃい。安いよ。海塗り1回100円。私がやったら行っちゃうって。どうかな。ダイソーさんお願いします。一回ダイソーさんをさ、絞ってみようか。このまたクリアパレットに。で、色の比較を見よう。ダイソーの魔法のリジン速乾タイプホワイト。一緒の感じかなもしかして。5g やで、ダイソーのやつ。今気づいたけど。多いやん、ちょっと。これで濃かったらダイソーのやつ買った方が良くなるよね、絶対。濃い！ちゃんと濃いで。なんやこの違いは。謎の黒いカスでできたけど。やったら、薄塗りできるってことだよね、こう。塗っといて、これを薄く塗り広げて、海塗りできる。こっちやったら1回20円ぐらいやで、多分。もう全然違う。びっくりした。そっかー。100均だからってね、どこで買っても同じってわけやないんや。言うたら私が普段海塗りのために作る白に似てるかも結構。これ。濃度と粘度が。びっくり。粘度、ね、中粘土で私が普段作るのに似てるかも結構。中高粘土かな。高粘土ではないけど、中粘土よりちょっと硬いぐらいになってる。普段作るやつとそっくり。ってなると、いつもみたいにこうやって薄塗りしたらいいんかな。そしたら模様パッキリ出るかな。こんだけ白濃いと逆にさっきぐらい分厚く流すと大変なことになっちゃうよね。いつもの感じこれで。ダイソーは全然違う。ちゃんと白で感動って、もうそれだけで感動してる。それだけで感動が生まれてる。これね、海塗りできたらめっちゃ嬉しいし、多分私ホワイト買いだめするわ、これで。
毎回作るのめんどくさいもん、ホワイト。ダイソーの白買いだめする、これでちゃんと海塗りになるなら。私が普段作るやつと一緒だ、これ。ね、応変どうなんだろうって。このカシオペアシリーズは応変しなくなったね。書いてあるしね、ここに。いろいろ検証しとるねんけど、カシオペアのやつだけは、カシオペア以前のやつはめっちゃ応変するねんけど、カシオペアシリーズは、危ない。応変しないね。応変するけど、遅いと思う。私がライトを、1週間ぐらいライトの中入れといたやつは応変してないな。明日ダイソーから白レジンが消える予感って消えるかな。でも模様が出るか否かが大事なんで、いきます。どうでしょうか。私が普段作るやつと一緒やん、出方。広がり方も一緒や。まさか隣の作る白レジンがダイソーにあったとは。いつもと一緒の感じや。自分で作った白色を海塗りするときと一緒や。広がる感じとか模様の出方。ちょっと滲んでるか。もっと薄く塗ってもいいかもしれん。もしかして滲んだらやり直すかも、この後。また拭いて。でも一緒や、普段と。同じ感じする。全然違って面白いね。一回塗ったじゃん。で、ポチポチを作る。普段自分の作るのにそっくり。でも、時間で滲んでくるからね。さっきのセリアのは全然時間置いてもこの垂らした丸の形が変わらんかったけど、私が普段作るやつもそうやねんけど、時間が経つと滲んでいくから、間違えて垂らしちゃった。時間が経つと滲んでいくから気をつけなきゃいけないって感じ。でもね、もうちょっと薄塗りした方が多分模様綺麗に出るかな。とりあえず模様は出ますということが今分かっておりますね。気になるな。どうしよう。拭き取るか迷ってる。最後まで塗ってから考えよう。固めるか拭き取るか。でも白さ、裏に滲んでないか、この模様の裏に白が。もともと。待った、透明カラーでやればよかった、ベース。見分けがつきにくい。海塗りが滲んで背面が不透明になっとるんか、そもそも背面に流した色が不透明やったのか、わからんくなったで。やればよかったね。透明で作っとけば。でもとりあえず、こことかすごい白く見えるねんけど、滲んどるんか。どっちやろ。変なのできてる、ちょっと。でも、いい感じになってる気がするで。これでいこうかな。冷めて。もういつもの感じにはなった。ブツブツ作るとね、つぶつぶ恐怖症の方が怖いと思うんで、一回固めてみましょう。どいて、早くどけ。効果。もう明日ダイソー行くんやったってね。これ多分、私が普段、中粘土、高粘土混ぜて、で、白の着色剤入れて作ってるのと、粘土も濃度も同じや。あれや、買う。次ダイソー行った時白見かける次第買おう。明日ダイソー行くぞって言ってる。で、本当はもうちょっと薄塗りした方がね、模様綺麗に出ると思う。待って、おかしい。おかしくなってる。この後見せるわ。なんか、気泡入って、変貌してる。やばい。もう一個作って薄塗りしたらセーフなのか試したいかも。今、恐ろしい変化が起きてる、ライトの中で。一回見せるで。なんじゃこりゃー。層ができてる、層が。でか気泡が入ったね。ここに。白。上下ライト入れたらセーフやったんかな。なんか、事件が起きてます、奥さん。待って、分厚く長さんかったらいけたかもしれんし、上下ライトで固めたらいけたかもしれんって思ったので、もう一個作ってみていいかな。これね、たまに、コンパクトケースでやるときに起きる現象の、ド派手になったタイプって感じやな、これ。
なんかね、白と元のベースの色の隙間にできるねん、空気が。その現象がド派手に出たって感じ。思わず咳込んだ。姉さん事件です。多分相性が悪いとなるかなって思っとるねんな。ベースのカラーレジンの色と白の色の相性が悪いとなる疑惑がある。オイラーナ埋めるのとか後でもできるで、こっちでサクッと作ってもう一回試してみていいかな。多分ね、白薄塗りして上下ライトでやったら電気がする。下から当たってないのが原因やと思うで、こぼしちゃった。で、同じこともう一回繰り返す予定で、ね、特に見せ場もないので、ここで一回プレゼントチャンスをしながらね、もう一回検証しようと思うねん。でもせっかくさ、結構いい感じに濡れとったのがこうなると悲しいよね。レジンってたまにあるよね。ぷっくりしてめっちゃうまくいったって思って固めたら、固めてる途中で垂れ出したり、コーティングめっちゃうまくいったって思ってやったらさ、最後にポツってできてたりとか、そういうの多いよね、レジンって。その時よりひどい。これリカバリーしようがないで、その時よりひどいで、これは。裏についてる。とりあえずこれ今からもう一個、もうちょっと塗りと固め方を変えて検証したいんで、その間にチャンスをやりたいと思いますので、少々お待ちください。でもさ、事件多め楽しいよね。これアーカイブで見てる方もね、楽しんでもらえたらって思うけど、リアタイで見てる方は特にね、事件性を感じてくれてると思う。隠しとく？ちょっと見ないで、ちゃんとできてるから見ないでってなってるかもしれん。ということで、今からプレちゃんの準備しますね。そのひどいの着払いでって、これボツになるよ。こんなんでも欲しい？じゃーん。とりあえず成功したのを送りたいけど、ハートもう一個が成功しんかったらこっちをお届けするかな。この後仕上げまで持ってこっかな。やり方変えたらワンチャンいけると思っとるねんけど、どうやろう。相性系のやつの気がする、出方は。ポチッと。はい、ということで、ただいまから10分間にプレゼントに応募可能ですので、ぜひぜひ応募してみてください。星かこの後ハートが成功して、なんか星より可愛くできとったら、とりあえず自分なりに可愛くできそうな、でもどっちかはアーカイブの方に届くしね、どっちかが来ますという風になりますね、この後。ちゃんとあれもある。カラーレジンも残ってるから大丈夫。一回あれしたい。手袋変えよう。ルミナリ検証、くまちゃんバイバイ。汗だくや、バイバイ。手袋変えるよ、バイバイ。寝てる方起こしてるやん、みんな頑張って。みんな起きろや。起きろ。寝たら死ぬぞ。起きろ。で、今ちゃんと固めてる。もうちょっと固めとこう。この後もう一回リベンジ海塗りしましょう。もしちょっとあれでうまくいくなら買いだめしたかったのに。現象起きるときついな。本当は対策としてはカラーレジン流した後に表面にヤスリがけしてからホワイト流すとかもありやったりするねんけど、それはめんどくさいんよな、正直。みんなのドラマの名シーンのセリフとかが流れてる。事件楽しい？やったー。この後もう事件起きるかな、どうかな。応募完了ってありがとうございます。ご応募。グッドボタンも励みになっております。めっちゃありがとうございます。で、事件が次々起こりすぎてね、質問に答えれてないねんな。変なの押しちゃった。いっぱいいただいてる質問ね。次いただいてた質問はね、こまりさん監修着色剤とかモールドは出ないんですかって。でもこれは
結構初期からいつか出したいですねってなってる。でもほらお互い忙しいで進みようがないし、私ねモールドがね思いつかないんだよね。私ってどっちかというとシンプルなモールドに花入れたり海塗りしたりとかやるのが好きやもんね。グラで作ったりとか、モールドの形が思いつかんくて、そもそも。例えばモールド出しませんかって言われてもえってなる。向いてなさそう、モールド監修で。着色剤はねもうカラリーで私が好きな色がもうできちゃってるで、なんかチョイスこまりチョイスセットみたいなやつも作ってみてもいいかもねって話は出てたことあるよね。なので今んとこいつか出るかもしれんけど、今は忙しくてそれどころではなくという感じでした。応募&グッドボタン完了ってありがとうございます。そんな方たち気づいてくれて大丈夫やったかな。で応募してね、寝てもらっても大丈夫なんでありがとうございます。そして続いてが不透明カラーの濃度調整が難しいです。難しいよね。私もたまに失敗するもん。濃度調整でね未効果になりがちでアドバイスいただけたら嬉しいです。私がよくやっとるカラーレジンをぐるぐるって混ぜた後に、今回はあんまり濃度ないカラーで参考にならんか。これ今作り置きしてあるカラーの中でこれが濃いかな。でこういう風にちょっとこう塗るねん、壁に薄く。で光が通っとったら、UV ライト入れた時ね光が通るっていうんかな、若干透け感を感じたら UV ライトに入れた時に中まで光が通るみたいな、そういう感じでやっとるんやけど、最近思うのは試しに色作った後1個だけ作ってみて、でがっつり固めた後にハサミで切って中見るのが一番なんちだろう安定かなって思い始めた。1個もう試しに作って中に光通っとるか確認するのが一番安心かなって思うようになってきてね、最近そうやってる。で分厚い作品に流すときは2回3回に分けるとかしてね、とりあえず1個作ってハサミで切って大丈夫ってなってから本ちゃんのやつ作るみたいな、それが安定かなーって最近思い始めた。グッドボタン完了ありがとうございます。ともりさんの海塗りの白グリーンオーシャンさんから出してほしいです。でもグリーンオーシャンさんの海塗りといったらルークマさんやろうなって思う。私ルークマさんが一番海塗りうまいって思ってるし、なんかそれを差し置いて出せないの私は。私よりうまいって思ってるから出したくないね、逆に。でももう今日初めてマサルのお店行ってきて今帰ってきましたって、お帰りなさいませ。楽しかったかな。マサルスタンドも盛り上がってていいね。お盆めっちゃ混んでたらしい、マサルスタンド。それからもなんかマサルスタンドさどんどん盛り上がってんで、関東とかにもね進出できるといいよね。一回こうやって置いとこうか。失敗したの悲しいから端っこにやっとこう。恥ずかしい恥ずかしい。星はいい感じにいってるんだよな。ね、お店にコマリンさんのサインあって感動しましたって。それはね置いていただけてるね。見つけてくださってありがとうございます。コマリンコーナーもあるからね一応ね。ということでリベンジに向けて準備をしていこう。これはもう後で埋めようね。時間が限られてるからね、並行させたいさっきのやつを。んで色もね緑がハートやったらいっか。このあまりカラーたちでいけば紫だけ薄めよう。紫薄めたいのと、この緑の作り置きしてあるやつが色そっくりやで使おうかな。こっちを緑が少ないで紫をちょっとだけ薄めなあかん。でリベンジしようもう一回ね。関東進出してほしいよね。ジョイフルホンダも終わっちゃったもんね。すごい展示してあってよかったね、ジョイフルホンダ。そうそう、めっちゃ濃くしたい時2液ってそうだよね。やっぱり2液は光通らなくてもね2つの液の化学反応で固めるってやつやで。
絶対に真っ黒とか作りたい時とか2液の方がいいやんね、きっとね。でももう、ただ私が2液好きやないでやらんっていう。この前クラフトバー体験してきましたって。ね、クラフトバーも楽しそうやし、あれ、すごいいいアイディアだよね。クラフトバーのアイディアも。ということで、ちょっと薄めたんで、ちょっと順番変えてみよう。順番は、違う、これ、水色どこやろ？わからん。いいや。で、こっちの緑どんな緑やろ？ちょっと。ありやな。でもちょっと、濃度が、透明強すぎた。こっちにかぶれてるよ。見て、この2回目やでもう、なんか何も考えず適当になってるで、私。さっきと全然違う。めっちゃ雑になってる、さっきより。すんごい雑になってる。だいたいね、配信で、後でもう一回作るって時、こういう感じだよね、毎回。でも、ぼかす。こんばんはって、今来てくださる方もありがとうございます。ただいまね、ちょうどプレゼントチャンス中なので、ぜひ応募していってください。リアルタイムで配信を見てる方が応募できるやつとなっております。で、おまりさんといえばお花の形やくむちゃんのモールドはどうかな。でもお花の形は確かに欲しいかもっていうか、お花を入れるのにちょうどいいやつをボーってプレートにしたいかもしれん。もう完全に花のためだけのプレートは欲しいかも、ちょっと。でもね、あるんだよね、既製品に。あったりする。ここは難しいとこだよね。ほら、ファンの方がね、買ってくれても、他の人が買わんかったら意味ないでね、監修する。っていう、思っちゃう。真面目やでね、思っちゃうね、そういうの。真面目とか言って自分で。真面目やでなんか、そういうのを考えてしまう、いつも。ちゃんと、塗り。まあ、こんな感じで、ね、適当にやっても、なんかいい感じの色になってるんで、まあ、問題はこの後なんだよな。1個気泡入ってる、ここに。クリアレジンに。問題はこの後。紫、引きこもりすぎちゃうん、この紫。もっとこっちに、どんどん来てもいい。でも、あんま混ぜすぎるとドブができていく。まあ、いっか、これで。で、作りますと。で、さっきの反省点。白をもっと薄塗りにする。で、上下ライトを使ってみる。これでダメやったらもう買わん。次ダイソー行ったら全部買い占めるって言ったの宣言をキャンセルし、もう買いませんってなる。ってなってしまう。ならないように頑張ろう。こんばんはって。ありがとうございます。お疲れ様です。今来てくださる方も。で、質問もどんどん答えていきたい。なっちゃった。はい、ということで、今、プレゼント企画を1回締め切りますので、今から抽選した後に続きやりましょう。抽選じゃなくて、応募締め切りさせていただきます。金曜日の夜にね、ありがとうございます。最初に話してた8番出口見てる方多いんかな、今日は。どうなんやろう。よし。ということで、今から抽選させていただきます。応募してくださった方が、入力中の方いたかも。大丈夫かな？今締め切らせていただきました。314名様、ありがとうございます。今からね、抽選していきますね。目をつぶってスクロール上下してるっていうの、なんてやろ、昔ながらの方法で抽選をしております。はい、選ばれました。当選者さん発表させていただきます。YouTube ニックネームが早く秋来てさんでした。わかる。私も早く秋来てほしいもん。おめでとうございます。今当選メールを送りましたのでご確認くださいね。秋来てほしいね。
今日とかすごいジメジメでね、もう夏いいやって思った。まだね、暑くなるらしい、この後地域によっては。はい、ということで、ご応募ありがとうございました。とりあえず、うまくね、可愛いものをお届けできるように頑張りますね。ということで、戻ってきたんで、やりましょうか。次は成功したい。さっき薄く塗りすぎて浮いた疑惑があるんで、分厚く塗りすぎて。さっきはちょっと少なめ。こんぐらいにしてみる、とりあえず今回。どうやろうね。白レジンが浮いたと思うねんな、これ。このデカ気泡の入り方は。多分ね。悲しいね、バリバリになっちゃって。おめでとうございますって、ありがとうございます。一緒にお祝いしてくださる方もね。秋といえば、長野はもう秋の雰囲気来てますよ。だっていいな。長野とか東北の方とかも涼しくなってたりするんかな。北海道なんてさ、私、何年か前北海道旅行9月に行ったんやけど、夜半袖じゃ無理やったんやけど、もう今ぐらいの時期に涼しいんかな、北海道って。こっちもうジメジメすぎてね、べちょべちょで湿度が高いよね。湿度の高さがしんどいなって感じ。さっきより薄くなってるかな、これ。あんま変わってないかな。さっきより薄いよね、これ多分。もうちょっと薄くてもいいレベル。どこ行ったダイソーの白。ここに一回しまって、もうちょっと薄くしてみる、さっきより。こんぐらいでやってみようか。ドキドキ。どうでしょうか。塗るときはさっきと同じ感じになるかなって思うんだよね。おめでとうございます。まだまだ暑いけどトンボがめっちゃいますよって。わかる。トンボってちょっと涼しくなると登場するよね。そうすると秋来たなって思うもん、私も。そっかー。クリアが入ってるのはこれか。よし、もう一回。今日3度目の海塗り頑張りましょう。最高気温27度でしたやって。涼しいね。でも私の地域は関西でも涼しい場所なんやけど、明日32度になってたな、そういえば。今日思うと5度違うからだいぶ涼しいよね。今日は暑くて着物のお出かけは厳禁でしたって。着物はやっぱ帯ぐるぐる巻きとかするから暑くなるよね、あれってね。冬とかやったらね、まだやっぱ夏は熱中症が怖いからな。ムシムシが続くね、まだ。で、いい感じに濡れてるよね、一応ね。さっきと同じ感じで。問題は固めるときなよな、この後の。濡れるのは分かったんやけど、問題はこの後。でもさっきより距離近づけてみたけど、線細くなった。で、こっから頑張って、点々をつけていく。北海道にいて、ちょっと待って、食べ過ぎたレジン。お寿司食べたいですって。ねえ、美味しいよね。というかね、やっぱ日本は海が近い場所ほど、端に行くほどお寿司美味しい。お寿司、海産物美味しいなって思った、いろんな地域行って。美味しいもん食べたい。食欲の秋だね、この後はね。人によっては運動、スポーツの秋やら、芸術の秋やらあるけど。私、レジン作家で芸術の秋って言っとけばいいか。なんか滲んでるな、結構。滲むものなんかな。次、薄くして、細くして、待って、滲んでる。早く。にじみ出してる。急げ。早く塗れ。どんどん線にじんできて、二重線みたいになってる。急げ。よし。で、上下ライトに放り込みます。いけ。うまく固まれよ、頑張れ。慌てて塗って最後の方にじんできてたもん、どんどん。出た。どうなるでしょう、ドキドキ。うまく。これさっき失敗したやつね。ドドーン。悲しき失敗作。次のうまくいくんでしょうかと。
お、質問。つみつみアイス&ソフトクリームモールド。懐かしい。あったね。福袋のやつだ。チャームを作り、ヒートン穴を電動で開けたとき、ズボッといってしまい、効果不良だと思いますが、表面だけさ、穴開けたときに表面だけ硬くて、で、中に入ったらジュワーっていくやつだよね。ガッチャンコモールドで不透明のときは何回に分けて硬化できない。ほんまや。ガッチャンコモールドやと分けるとかできんね。あれでもガッチャンコモールドで、でもそっか。分厚い部分あるか、ガッチャンコでも。アイスクリームのやったら。これはね、どれくらいの時間とかじゃなくて濃度問題な気がするな。多分。ガッチャンコは薄い色で作るしかない気がする。分けて硬化ができんで。多分、濃度問題の気するよね。明日も36度予報は危ないね。うまくできてるかな。今見えてる感じできてそうな気する。もう急いでね放り込んだよ、ドカーンと。でまたなくなってね、一応私の100均で神棚には常に全てのラインナップが置いてある予定になってるから、また買ってこよう。これもう一回買ってこよう。今使い切ってしまったから。で、続いての質問。これはね、椅子に後付けできる姿勢矯正の椅子などは使ってますか？腰痛対策で購入考えてるので教えてください。あるねん、私。もう当たり前のようにね、日々座ってるから忘れてたんやけど、そういえばつけてるって思って、ちょっと商品ページを紹介するね。このじゃん、見えるかな。近っ。楽天市場で購入して1位のやつ、じゃーん。ちょっと待ってね、明るすぎる。じゃあロアライフさんというショップさんのジェルライト 3D フィットクッションブラック。これをね、ずっと下に引いてる、椅子の上というかお尻の下にずっとね置いてる、こんな形のリモートワークで腰が限界、お尻が地で痛い、姿勢が悪くなってなんかだるい、座り疲れを感じやすい今、お客様の声をもとに開発。これは結構私が買った時もっと安かった気がする。3000円台だった気がする。のせいかな。今どんどん物に上がってて、いや4000円で買った気するわ。これをね、私は置いてるけど、置かないより全然楽だと思う。ただそれよりおすすめしたいものがある。もう最近ね、私の配信を聞いてる方、またかよって思うかもしれんけど、シャクティマットを本当に勧めたい。腰痛ほぼなくなった。できた。さっきよりおかしいね、なんか滲んでて。ダメか。さっきみたいなことにはなってないけど、滲んじゃってるや、線が塗った後より。でも海塗りにはなるという感じでした。これやったらこうなっちゃうんやったらこっちの方が進めたいかも。でもな、1回100円やでな。広がらんやん。海塗りってさ、塗ってる間に、さっきのね、今のハート作ってる時の私みたいに塗ってる間に模様が広がってきて焦るってなるところが海塗りの難しいとこやねんけど、それを焦らずにできたのはこっちやったで、こっちの方がいいかもってなるけど、これもなんかうまくいったら使えるのにな。ちょっと微妙ちゃう？なんか二重線みたいになってる。上下層に分かれてる気がする。でも海に見えるっちゃ見えるよね、これね。こんな感じになりましたね。
次のお買い物マラソンでコマ風呂経由で買いますねって、ありがとうございます。いつも日頃のお買い物もコマ風呂経由にね、コマ風呂になんか一回飛んでもらって、そっからさ、楽天とかアマゾンのトップページに戻って別のものをね、買っていただいても、なぜかコマ風呂の収益になるっていう仕組みらしいねんけど、アフィリエイトが。その話した後に多分、わざわざ毎回経由してくれてるなって思わしき商品がいっぱい購入いただいてて、ありがとうございます。微妙かもしれん。でも自分でさ、白作ってもうまくいかないって方は試してみる価値あるかもしれんね。でもこっちのやつさ、でもな、こうか。変やな、なんか。もしかして100均と100均液でやるとうまくいくとかあるかもしれん。同じ成分使ってるやろうでね。あるかもしれんけど、私100均のレジン液めっちゃアレルギー出るねんな。で、あんま使えんっていう。カラーレジンは大丈夫やけど、クリアのでかい容量のやつ開けちゃうとアレルギーガンガンになるっていう感じでしたね。明日のダイソー集合は解散となりましたやってじゃあ明日ダイソーツアー組んどった人らが続々と解散してる。でも可愛くできたよね。とりあえず星ちゃんを完成に持ってこっかなって思う。星ちゃんはね、どうしようかな。裏に雪だるまの形のどれかな。これでヒートンつけようかな。デコとかもちょっとフレームにして調子に乗っちゃいたいかも。こっちを進めていきましょう。ダイソーの売り上げがガチョン。でもさ、白の濃度の違いがでダイソー頑張ってる感もちょっと出たよね。でもああいう半透明が欲しいって方には、いやでもなんか濃い方が薄めれるしありがたい気するしね。難しいとこだよね。まずヤスリかけたい場所ちょっとあるで、かけた後につけようかな。バリとかもここで取っちゃう。何十人の人間がダイソーツアーをキャンセルしてしまった。でも他のね、いいものあるからね、ダイソーは。ほら、行ったらお買い物止まらないでしょ、ダイソーはね。買い占め作戦大失敗。ってことで、さっきの椅子のやつはおすすめありました。あと他にね、いただいてる質問は、マサルコートとドボン液は中身一緒ですかってね、聞いてもらってるんやけど、全然違うもんで、コマ風呂で紹介してるアイテムをね、見てってもらうと分かると思う。マサルコートの商品ページとドボン液の商品ページが貼ってあるんで。マサルコートは筆で塗り塗りするやつで、特徴は応変に強い。あれ多分応変新やつ使っとるんちゃうかな。応変に強いのが特徴なのと、粘度がちょっと高いかな。もったり系で、ドボン液は応変については商品ページに書かれてないで、若干するんやろうなと勝手に予想しており、めっちゃサラサラタイプやで、そのドボンする時に向いてるって感じだよね。なんで結構違うって感じかな。私は物によってドボンした方がさっとできちゃうってやつの時はドボンするし、なんかデコボコしてたりドボンすると垂れやすい形状やなって思う時はコーティングするという感じでした。でこれもね、何回か聞いていただいたことあるねんけど、こまりさんが過去に監修した着色剤を持ってるんですが、マサルの涙とも合うのかなってね、聞いてもらえてて、これ過去に監修したやつがマサルのメーカーとちょっと違うメーカーさんのやつなんやけど、これはね、大丈夫、合わせれる。過去の監修液とマサルの涙、もうどれでも大丈夫。混ぜて、でしっかり混ぜれば大丈夫だよね。というのも比率が全然違うと思うんで、なんか比率が同じぐらいで違うメーカーのもの同士合わせるともや出たりするけど、レジン着色剤やったらクリアレジンよりめっちゃ比率少ないと思うんで、よく混ぜれば大丈夫じゃないかなって思ってる。なんでぜひぜひ今後も使ってください。
ダイソー終わっていった。こんばんはって、いらっしゃいませ。今から仕上げしていくとこなので、ぜひぜひ見てってください。ほんで、あと最後の質問がこれ。こまりさんはテレビドラマとか見ますか？あんまイメージなくてって。そう、イメージないやろうな。見てへんもん、私。テレビドラマ見てない。というのも、まず、この部屋から出んねん、私。もう、1日10時間とか15時間この部屋でずっと作業してるから、ご飯の時だけ出るか。ご飯の時だけ呼ばれて、はーいって言って、下の部屋行ってみんなでご飯食べるから、その時はテレビとか見るけど、その時間って大体ニュースとかやってるからね。で、見てないって感じ。テレビがない、そもそも。で、一時期はでも、レジンの作業しながらアマプラとかでさ、みんなにおすすめしてもらったドラマ見たり、アニメ見たりしてやろうって思って一回見始めたことがあってんけど、もうレジンにすごい集中するせいか入ってこんねん、頭に。アニメとかドラマの内容が。でもう一回見直してとかしとって、なんか効率悪い見方になっとるなって思ったで、結局やめてしまった。それもで、結局今さ、このコマリンライブを配信じゃないや、レジン作業中に流してくれとる方多いと思うねんけど、私も同じ感じでゲーム実況のライブ配信をずっと流してるんだよね。なんちゃら真剣に見なくてもいいコンテンツというか、聞き流すのにちょうどいいライブ配信ががっつり作り込まれてる YouTube 動画だと、ほらちゃんと聞いとかな、内容をついてけんとかなっちゃうけど、ライブ配信ってちょうどいいんだよね。その時聞こえるラジオみたいな感じか。その時聞こえてるものを聞いといて、ね、別に聞けてない場所あってもみたいな、そういう感じやで、ライブ配信を、でも私が見るのは手芸ではなくゲームを見ているという感じ。そんな感じになってる。小森子さん結構韓国ドラマ、朝の連ドラ見てる方多いなとか、チャット見てね、勝手に把握はしてる。みんな作業中何見てるか気になるかも。何見とるんやろ。私はもうゲーム配信で、てかそもそもゲームが好きやねん、私自身が。昔からゲーマーやけど、レジンの活動をするにあたってゲームやっとったらね、ゲームのめり込んでね、寝ずにやっちゃうから、ハマると。だからゲームをすることをやめてんけど、この代わりに配信で見てるって感じになるかな。森さんが見るゲーム配信のゲームは言うのはやめとこって感じだよね。なんかほら恥ずかしいじゃん。でも15年ぐらい見てる人とか何人かいる。昔からやってる人たち、ニコニコ動画の頃からやってる人たちとか見るの多いかな。でも最近やりだした人とかも見たりする。視聴者10人しかいないやつ見たりもするよ、たまに。で、この人なんてやろ、大体私声が好きな、声フェチなもんで、声で選ぶんやけど、最初に初めて見る人で見始める人っていうのは声で選んで、なんてやろな、この人の喋りやったらしばらくしたらやめるなとか思うと、しばらくして配信しんくなってやめていって、やっぱ私の勘当たったなとか、そういうことをしてたりもする、たまに。私も持ち帰りの仕事をしながらコマリンライブ毎回見てますって。嬉しい。あれ、私これ今レジンでつけたっけ？いっか。ちょっとあれ、デコボンでつけたんやなかったっけ？いっか。音楽流すのもいいね。音楽こそ余計な思考が持ってかれんでちょうどいいかもしれんね。小森さんの配信は流し見できないかも。マルチタスクできないのでって。ほんまに見る方に集中っていうか、楽しんでくれてるってことかな、がっつり見て。それはそれで嬉しいかもしれない。小森さんのライブは一時停止して見てるよ。同じもん作れへんけどって。嬉しいな。流し見とか寝落ちも嬉しいけど、そうやってね、がっつり見てもらえるのも嬉しいな。アニメ見てるんや。すごく長いやつが好きですってことは、もう映画レベルの長さのやつとかをアマプラとかネットフリックスで見るってことかな。わかります。声で見るのやめることあります。
だよね。私もう声が全てと言っていいほど声で選ぶね、最初は。で見てるうちにキャラでなんかなんちゅうやろ、親近感があったり、面白いなこの人みたいになっていくかもしれないな。コマリンライブをアーカイブしながら、待って、これどうしようかな。ドボンコーティングするか。どうしよう、この後のこと考えてへんかった。この後表面デコしてドボンコーティングでかいけど、いやでかいからやめとくか、ドボンは。でもなんかいけそうな気する。ドボンしよう、ドボン。これいっぱい覚悟でドボンするよ。コマリンライブをアーカイブしながら作業とか仕事してると全然勉強にならなくて上達しないのでって。そうなんや。じゃあライブはライブで見てくださってるってことか。最近はアニメ見てるかも。私一時期そのこまりっこさんが勧めてくれたアニメを見ようって思ってアニメ見ながらレジンしてみたら全然アニメの内容入ってこんかって、あれ今の話今1話終わったけど何やっとったっけってなって、向いてないんやってなった。レジンと一緒にアニメを見るのできないんだ私って。でもマルチタスクは得意な方やねんけど、レジンってなってしまうとレジンに集中しまくっちゃうんだろうね、きっとね。という感じやった。これ天空降下中。階段朗読聞いてます。結構階段も一時期聞いてた。怖い話聞きながらレジン作ってる時はあった。でもさ、可愛いものとか綺麗なものを作りながら怖い話を聞いているというギャップが起きるよね、これね。コマリンレジンのアーカイブか VTuber の配信かゲーム配信ね。配信相性いいかなって思っとるねん、自分の場合。作業中はハウルか新エヴァは劇場版の出番が多いってことは同じアニメを何回も見てるってことかな。ハウルいいよね、世界観が。私も好きや。耳だけする時もあるけどまたアーカイブします。でも何回も見てもらえるのめっちゃありがたい。助かる。みんないろいろやってるね。声フェチだから声で選ぶはあるかもって。そうだよね、私声すごい重視する。でそうだな。あとでもこのゲームが見たくて見たことない配信者さん見るとかもある。ゲームが見たい時もあるって感じ。声と喋り方って大事ですよね。こまりさんの声も話し方も大好きですって。もう嬉しい。でも私初期とだいぶ喋り方変わったよね。初期の頃のライブ見ると恥ずかしくなってすぐ切っちゃう。うわなんか違うってなる。嬉しいよ。私のやつを作業にねしてくれてる方もありがとうございます。作業するときは今まで見たことがあるなるほど、アニメやドラマを BGM にするって。なるほど。もうすでに見たやつやったら見逃しても全体の流れ分かってたりするもんね。で見どころのところはもう一回がっつり見るみたいな、そういう感じかね。レジン中は聞き流し動画流してますよって。そうなるよね。なんかアニメ見ながらとかドラマ見ながらしてる方すごいなって思う。ジェラードンの動画は最近流れてきた。面白いのいっぱいあるやんな。でもショートしか見たことないな。ショートじゃないやつが面白いんかな、多分。じゃーん。で、裏がツヤプヨになりまして、こっから表デコろっかな。すごい角度によっては海塗りの模様がなくなる。でも配信やと見えとるんか。何でデコろう。デコしちゃおう。デコをしよう。パールを置いたり星を置いたりして、シールいけそうやな。もうこれ白色をがっつり流したおかげでここが平面になってるで、コマリンシールが貼れる。シールも貼っちゃおう。YouTube 声は大事ですよねって。でもね、たまにせっかく声がいいのに
設定が下手くそで、なんちゅうやろう、音割れてるとか。でも私も一時期ね、設定下手で割れとる時期やったで人のこと言えんねんけど、音が割れてるとか、あれこれじゃない方がいいかな。いや、白でいっか。なっちゃうともったいないなって思う。教えたくなる。でもコメントはしたことない人の配信とか YouTube にコメントはめったにしない派やで、よくさこまりさんの配信でコメントしなくてすいませんって言ってくださる方おるねんけど、すごい気持ちはわかる。私はコメント、めったにしない。てかしたことない派。んで、これを切りました。薄塗りしてデコ、どうしよう。薄塗りしてデコ、違うわ。薄塗りして、シール貼って、ぷっくりして、で、デコつけて、ドボンや、最後に。そのプランでいこう。大丈夫かな、画面。やっぱりもう下の方映してた、ずっと。今やっと画面を見るっていう。拡大。よし、じゃあこのね、星さんをがっつり仕上げていきたいと思いますね。アーカイブ見て突っ込みたくなってる多いんかな。嬉しいな。今日は3年前の雲と星のアーカイブを見てました。雲と星、なんやろう。アーカイブやのにいろいろやらかしてて、アーカイブやのに笑ってしまったよって。私何やっとったんやろう。緊張する。3年前なんて音質も画質も悪かったと思うのにね、見てくださってありがとうございます。喋り方変わっとるけど、声はあんま変わってなかったりするんかな。ちょっと高くなったかな、張り上げてるから、昔より。声自体は。でも変わっていくよね。これ薄塗りして、細かい気泡入ってるな。ここにペポッとする。剥がれてほしい。よし。これを一回、ロゴ入るとおしゃんになるな、やっぱ。急に。気泡も入っちゃってるけど、海だからいいよね。まっすぐ。こうかな。固めて、ぷっくりして、その後にデコろうって思ってる。ただ、ドボンいけるかなって思ってる。どうかな。作業中は小森さんの動画しか見ないかもってめっちゃ嬉しい。それは嬉しすぎる。いや、ありがとうございます、本当に。でも、週3やってたら、あれだよね、動画切れにはならんかなかなか。毎週9時間ぐらいの動画があるはずやで、作業用に。ね、ネタ切れになってないといいな。これもさっきみたいにぷっくりして、魔の種に注意だね、これ。この辺とか垂れそう。それだけ注意しよう。でも大丈夫かな、この感じやったら。で、その後にデコして、最後にドボンが、このデカさのドボンなかなかしんでうまくいくかわからんけど、この前シェイカードボンした時めっちゃうまかったで、いけそうな気がする。あの勢いでいけば。でもこの前のシェイカードボンちっちゃかったね。4タイル界の時のちっちゃいシェイカーやったらやれうまくいったかもしれん。こんなでっかいのできるかわからんけど、なんか最近調子いいでできると信じよっか。わあ、フレームぷっくりしたらフレームの透明感が蘇ってめっちゃ可愛くなった。急に。デコ新方が可愛い。いや、でもデコはしよっかね。急に可愛くなった。枠塗ったら、枠じゃない、表面塗ったら。眩しい。これダメ、見ないで、眩しいから。声は一緒でちょっと小さめの声でしたよって。そうなんや。当時のはね、マイクがちっちゃかってんな。そもそもマイクがちっちゃかったというか、ちっちゃい音しか出せないマイクやったというか、そういうのもあったかもしれん。
マサルスタンドに展示してあったお花のヘアクリップ作ってみたいって。お花のヘアクリップって短いやつの方かなね。作り方動画を上げてあるんでね、短い三角のやつやったらぜひぜひ。てかどのヘアクリップでも全部動画あるか、ぜひ作ってみてくださいね。コマリンレジンのアーカイブは突っ込みたくなるのはみんな同じですよね。そして見てると作業の手が止まる。なぜなら見入ってしまうからって。あれ大丈夫かな。作業がはかどらんくなってるけど大丈夫かなね。今この状態でも可愛いね。じゃーん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 。ね、ちょっとだけデコりたいかも。この辺と、待って、垂れちゃった。自分の方向けよう。こっからバランスゲー始まるで。デコる場所をどこにするか問題がある。シャクティマット見てきました。でもごめん、シャクティマットじゃないねん。ちょっと落ち着いて。シャクティマットなんて急に買っちゃダメ。ちょっと勧めたのにごめん。本家のやつ高いねん。2万円する。いやで、そんなん私買えないからね、2万円なんて。パチモンを使っとるんやけど、パチモンで十分効果があるって感じ。この前も貼っとったっけ、私チャット欄に。パチモンで十分。やばい、2万の買っちゃダメ。落ち着いて。またシャクティマットって勧めちゃったせいで私が。高いのは買わなくていいんだよ。3000円ぐらいのやつでもう効果出る。もう相性があるからね。なんか稀にレビュー見た感じ、稀に体調不良になっちゃう方おるらしい。私の買ったやつはこちら。今チャット欄に貼ってみた。これシャクティマットではないねん。なんつやろ、シャクティマットのパチモンのやつ。あれ値段上がってない？3600円で3600円やった。ちゃんとブルー。私が買ったグレーがなくなってる。違う。私が買ったグレーが3600円やったのに、グレーが4200円からになって値上がってる。しかもレベルとか書いてあるねんけど、レベルとか何も選んだ覚えないねんけど。私が買ったものじゃなくなってる。ちょっと待ってなんか商品ページが注文履歴から見たねんけど、私が買った時3300円になってる。値上がってる。4000。ラッキーって思う。ラッキーって3300円で買ったのに4400円になってるとか言って、実はちょっと嬉しいんやけど、でも人に勧めてるのにさ、同じ値段で安い値段で買ってほしい気持ちもあって複雑。商品ページ変わったっていうかね、私が購入した時はこの針レベルを選ぶとかじゃなかったん。今見てるとレベル1、レベル2、レベル3って書いてある。多分私がね持ってるのはレベル3やと思うんやけど、ただレベル3を選ぶと4580円になってるけど、私は3300円で買っているっていう、めちゃくちゃ値段変わっちゃってる。もしかして SNS で人気出て値上げしたとか、それともホルムズ海峡の影響で材料費がとかいう、そういう感じなんかな。Amazon プライムセールの時に買ったとか、そういうのもあるかもしれないね。今すごい複雑やで、ラッキーな気持ちと、ね、みんなにも安く買ってほしい気持ちとが入り混じってすごい複雑。でもさ、自分が買ったものがさ値上がっとると、ちょっといい時に買ったなラッキーって思うよね。ちょっとはみんなも思ったり。なんか飛び出してきた。
思ったりするよね。これ。両面ライトはやばかったね。過去にまだグリーンオーシャンさんの KOL になる前に Amazon に売っとる両面ライトがねすごい良かったって初めてさライブで紹介した時があったねんけど、その時ねまだ両面ライトを使っとる人あんまおらんかったねん、レジン界隈に。で私が配信してビヤーって使う方増えたねんけど、私が買った時は1500円ぐらいやったのがなんか8000円ぐらいまでにされたよね、みんなが買い始めてから。 Amazon の両面ライトすごかったね、値上げは。白色の風入のなんかいいやつ使おうって思ったけど、これがいいかもしれない。あからさまななんちやろ、こまりっこさんがバーって買い出したら次の日倍の2000円になっとって、で1週間後3000円になっとって1ヶ月後7000円になっとるみたいな、そんなことがあったよね過去に両面ライトの時。私最初1000円台で買ったねんあれ。てかなんか売れてなくて投げ売りされとったんよ。それが今や未だに7000円だね。両面ライトが流行ったからレジンのとこで。イルカさんも置いてみよう。でこれだけやとね寂しいからどんどん他のデコもしたくて、ちょっとこいつ存在感強すぎるか。白い星ちゃん、もうちょっとちっちゃいもん置こう。存在感のあれを大切にしていきたい。強そうなこの巻貝みたいに置いとくか。イルカちゃんはこっちのどうしよう、難しいねバランス。イルカちゃんをこっちにして、どんどんべちょべちょになっていく。イルカちゃんをこっちにして、この巻貝ちゃんがこっちに来る。であとパールとか何やら置いてみようと。パーマットは私は半分こにねペタンって折ってベッドの隙間に普段しまってある。言うても何回も1日に5回ぐらい乗ってるからしょっちゅう出すね。そしたら腰痛ほぼなくなったで、めっちゃ悩んどったのに。鉄骨院行って針行ってしまくっとったのに毎週。今全く平気になったね。完全にシャクティマット登場から治っていった腰は。ただ血流が止まって腰痛になってる方に効くだけやと思うで、他の要因で腰痛になってる方は効かんかもしれん。私は劇的に効いたけどね。でなんか絶対治るよとは言えない。他の要因で痛いこともあるじゃんね。キラキラもつけちゃえ。ピンクのキラキラとかちょっと差し色で置いちゃおうっと。ピンク色とか。ここに液がない。そしてみんなの角度やと多分、ちょっと待ってね、みんなの角度でも見えるようにこうやっておこう。ピンクとかも置いてみる。そう本家がねシャクティマットって名前でそれがバーって流行ったもんで指圧マットって名前かな。でいろんなところが出したって感じ。本家はでも2万円やで、高いで。で多分腰痛の種類によってはね効かんやろうで、そこだけ注意って感じだよね。私みたいに10時間座りっぱとかやっとって血流が完全に止まって腰痛来てる人は効くと思う。血流がねもうすごい転がっとると 10分ぐらい転がるねんけど 3,4 時間おきに。そうすると血流がバーってなってなんちやろコリが解消みたいな、そんな状態かな。キラキラついてまして、この後パールも散りばめようというね感じでおりますよ今。ちょっとピンク混ぜると可愛いかもって思ってピンクキラキラを置いてみたりしてる。昨日話題に出たトナーパッドはねこの後ポチろうと思う。9点のセールが今日の17時からやってん。でもいろんなところでレビューを見てますます欲しくなったよね。化粧洗顔した後にトナーパッドで肌拭いたら茶色い色が
いっぱいついとって洗顔じゃ全然洗えてなかったんやとかいうやつ見て、私も茶色いのいっぱいつきたいって思って感動したいって思ったけどね、つくんかな、どうなんかな、肌にもよるか。これパールをオーロラパールのちびっこちゃんをちりばめ、ほらなんかセレブリティになってきたで、どんどん。バランス大事、バランス大事。セレブリティパールを散らす。でブリオンも散らすか迷うとこやねんけど、どうしようかな。ブリオンなんか色落ちしたら嫌やでな。どうかな。今ほら可愛いんじゃない、このバランス。これで一回さ固めて最後にドボーンってしようかと思う。この辺ドボーン、いや、いけるいける。薄くやるだけなら輝きは失われんと思う。んで、やんわりした海塗りも可愛いってね、実は結構気に入ってる。ただ1回100円海塗りはきつすぎる。でもほら謎が解けたねん。白色あんな分厚く流しとる、危な白色あんな分厚く流しとるのになんで海塗りする時ににじまないんだろうって思ってた方が、ああいう感じで塗れてたんやっていうのが分かったで、逆にセリアの白色に同じ白色と似たような白を作れるように練習しようかな。あの感じでやればいいんかって、粘土と白濃度あんぐらいにしたらいけるんかなってちょっと思ったね。また練習してみようかなって思ってる。めっちゃ可愛いですって言ってもらえてる。やったー。上下ライトはグリーンオーシャンのは実はあんまりあんまりって言ったらあれやけど、値段の割に上下ライトですごいって思うんやけど、一つだけ不満を言うとしたら左右にない光が欲しい。本当は出してほしい。ちょっと歪んでるカメラが、ごめん、直す。その左右に欲しいほんまは私はそれがついてたら完璧やった。でも値段の割にね、上下出て3000円ぐらいで上下出たのはすごい頑張ったなって思うけど、個人的には5000円でいいから左右も欲しいって思ってる。もともとグリーンオーシャン入る前に使ってたんがそんぐらいやったで、特に私は1日に何も予定ない日やと1日10個とか20個作るからね、そうなるといっぱい一気に固めれるやつ欲しくなっちゃうよね。今日もね、これね、上下ライトね弱まってきたって思う方ね、一回線変えてみてほしい。コードさ、購入した時2本ついてくるやろ多分。上のまず1本目のコードを抜いて上だけつけとると思うねんけど、上下で使っとる方はもう1本のコードに変えてみてほしい。なんか急にめっちゃ光る時ある。 USB コード、タイプ C コードか、コード変えたら急にね治る時あって、過去に聞いた話では出力が強いせいでショートみたいになっちゃうんだって、コードが。やで劣化するらしいよ、コードが。上下ライトはその事例が多いらしい、どこのメーカーのも。でそれでも光らんくなってたら寿命かなって思う。実はライトじゃなくてコードの時があるって感じ。そう試してみてほしい。ダメなの多いし、使ってるうちに劣化するコードが。どこのメーカーのやつもそれは感じる。やられた。また上下ライトのこの出力にこのコードもまたやられてるって思うよ。でも今そのグリーンオーシャンさんの上下だけでやってるけど、全然十分できてるからね。あんま強すぎるとね、次効果不良が生まれ出すから、横だれ起きるとか角立つとか、こんなもんでいいかなって、ちょうどいい値段のさバランスとか考えると進めるのにもいいなって思う。
だって私がもしさ、このライトめっちゃいいねとか言って1万円のやつ紹介したら結構きつない？ 1 万円は出せん、すぐ出せん。私2、3000円のものなら検討できるけど、1万円になるともうこんなねセレブリティなものってなるって考えると、価格のバランスね、最低限に抑えつつ上下で出してくれてるのはすごいなって思ったね、出た時ね。でこれね、今からドボンするから、それに向けて頑張って研磨をなんとなくしとこうってやってる。どうなるでしょうか。このデカさんのやつ一発で上手にできたらすごい幸せやな。もう可愛くなると思う。これは相当で、ちゃんと研磨ね、このデコボコ言うてもこの辺あんま弾かんで、そこまで真剣にこすらんでいい。なんか弾きやすい場所があるねん、ドボンするときって。これ角とかね、この角とか弾きやすいとこをしっかりやっといた方がいいんかなって最近思い始めた。ね、もうさ、世の中のさコードいい加減さ統一してほしいよね。ABC タイプあるやん。違うか。あるよね。ABC タイプ。あれ統一してほしくない？言うたらこのコードと上下ライトのコードちゃうねん。刺すところの。あれを統一してほしいなって思う、私は。もうコードだらけで、どれに何がとか。あとさ、ドライバーを充電するときとかにさ、丸い棒みたいなやつ刺さないかんやつとかもあるねんけど、なんかああいうの全部統一してほしい。全ての紐を、世の中のもう紐だらけになってね、大変ね。そうだよね、コードがいっぱいあって探すのが大変。本当にそんな感じになって、リビングのコード入れの引き出し、こんなでっかいさ引き出しにいろんな種類のコードがさ10種類ぐらいのボーって入っとってさ、この充電のコードどれやっけみたいな探すねん。一個一個合うか大変だよ。もうコードだらけですってね。そうだよね。でも最近ね、部屋にあるさ電源タップで足りんねんな。なんちやろ、本当はタコ足とかよくないんやろ。タコ足の電源タップにタコ足のつけるとかよくないっていうの見るけど、一箇所そうなっちゃってる場所があるねん。どう考えてもね、コンセントが足りん。昔に比べてさ、今ってもっとね、パソコンとか当たり前に使うようになったし、除湿機とか空気清浄機とか昔より家電が増えたから、コンセント昔のままのコンセント数やと足りんくないかって思う時ある。ね、配線がごちゃごちゃになるし大変だよね。あと何ワットまで使えるとかもなんとかしてほしいって。何ワットまで使えるってなんやろう。コードのタイプの名前が覚えられなくて、いつも娘になんだっけって聞いてますって。そうだよね。多分ね、でも上下ライトのが C で、このコンパクト充電ライトは A やった気がするねんの。違ったっけな。この前のライブで小まりさんがおすすめしてたアイライナー届きましたって。届くの早い。多分私がいっぱい使った中で一番取れにくいと思う。6本ぐらい試したもんな。みんなに聞いた後、みんなが教えてくれたやつ全部買って試して、あれが一番落ちんかったので、でも相性とかもあるか。おやすみなさいってね。寝られる方ありがとうございました。いい夢見ろよ。今度リフォームするときはコンセント増やすと決めてるってね。もう今の時代さ、昔の住宅っていうか、今建ててもさ、住宅建ててもさ、昔と同じ感じのコンセントの配置にされるけどさ、それじゃ足りんよなって思うんだよね、最近。どう来ましたということで、ここからはね、頑張ってドボンしたいと思います。ドボン。どうしようかな。手で掴むか、でかいから。手で掴んでやろう。
こんだけでっかいのうまくいくと気持ちいいよね。きっと頑張ろう。電源足りなくなるよねって。そうだよね。我が家足りんのになってか、こんなにいっぱい繋いどるけど大丈夫かなって思う。部屋にあるコンセントが4個しかないのにさ、使っとるものが20個ぐらいあったりするねんけど、大丈夫かなって思うねん。大丈夫かな。ちょっと待ってね。このギリギリを攻めたい。どうや？クリップについてなければいいんやけど、ついてない気がする。ギリギリ出します。ツヤピカだ。ツヤピカやねんけど、こっからちょうどいい量の液を落としてぐるぐる回しながらムラがないように固めたい。こっからが大事やねん。もうちょっと落としていい気がする。気泡がある端っこに。気泡落ちてた。なるほど。封入でこったとこから出てる気泡が。で、大きい。今いい感じな気するよね。液はもうこれ以上落とさなくていいと思う。綺麗な気がするけどな。ダメかな、これ。今うまい気する。いろんな角度から光で照らして、なんか、つぶつぶとかムラないか今チェックしてるけど。いい気がするよね。常にもうこう動かしとかんと液が一箇所に集まっちゃうんで、動かしてる常に。気泡かな。落ちた一粒。やばい。動かして。もある。綺麗な気する。手に固めるときライトの中でこうやってくるくる回して液が一箇所にたまらんように固めるって感じ。なんかできとる気がするで、行ってみる。このままいきます。で、回すんやけど、ちょっと待って、回しながらこれ蓋しとかんとすぐ固まる。今回し中。手元だけ見えてるかな、多分。白いコード、黒いコード、ピンクのコード、グレーのコード。色だけでも統一したいってわかる。黒が多いとなんか余計よくわからんなるわ。私なんでかわからんけど。ね、全部タイプ C で統一してほしい。わかる。iPhone もね、iPhone 何かによって違うねん、コードが。あれがすごい嫌だ。うちは iPhone6 台くらいあるねん。なんでか知らんけど。全部3個ぐらいコードいるからめんどくさいよ。最近のホテルの部屋はコンセントすごく増えましたよって。そうなんや。ね、ホテルも確かにモバイルバッテリー充電しながら、ねっけ。いろいろ使うよね、コンセントって。B はマジでやだ。すぐ壊れる。B ってなんやっけって思っちゃう。なんだっけ B。我が家は父特製なのでコンセントだらけですって。すごい。特製って、お家作ったってことかな。すごいね。それでもタコ足になるところはありますがって。ね、今ってもう昔に比べて家電増えたからさ、めっちゃ使うよね。4個じゃ全然足りん。1部屋に4個とかじゃ。ピロピロを取りながら固めてる。うまくできてるかな。ドキドキ。回してるときゴンとライトに当てたりしますってわかる。それで今週2個ぐらいダメにした。角っこ当てちゃって傷できてやり直しみたいな2回ぐらいあった。どうでしょうか。うまいんじゃないの。表は問題ないね。こう見てる感じめっちゃうまい気がする。裏はうまいんじゃないか。やばい私うまくなってきてる。多分ドボンがのでかさでも成功する。量がつかめてきたんだろうね。ちょうどいい量というか、垂らしすぎると弾くし、残りすぎてると液が垂れる、なんかボコってしちゃうねんけど、ぴったりの量をつけたままライトに入れれるとうまくいくんやけど、なんか多分調子がいいね最近。めっちゃうまくできたと思う。
あ、ここもついてないし、やるやん。これ可愛いんじゃないか、相当。模様薄いけど結構。ということで、これをね、キーホルダーに仕上げて、まあ、プレゼントにしましょう。もううまくできた。あ、これは、ダメだこりゃ。これダメだこりゃ。これダメだ。これは、まだ、こっから改良したら可愛くできそうな気する。うん。着払いの方たちはこちらでもいいんでしょうか。いやー、いい感じ。で、これやったら、シルバー金具にしたいよね、やっぱり。うん。いや、でも私期待したんやけど、100均のホワイトに乗り換えるというほどではなかった、両方とも残念ながら。だって、コスパが悪いんだもん。セリアの方の海塗りは結構気に入ってるけど、ダイソーの方のやつはどうやらにじむっぽいし、まあマサルと相性が悪いんやろうけど、セリアの方1回100円はきついよね、さすがにね。うん、着払いの方いっぱいいてる。着払いの方、じゃあこれね、粉々に砕くんで、このトンカチでそのかけらを着払いで皆さんに送りつけるというのはどうでしょうか。着払いで欲しい方が大量発生中につき、どうしよう。ゴールドの方が雰囲気合うかな。ちょっと迷い中。シルバー、ゴールドのが合うかもしれん、もしかして。どっちだ。シルバーか、やっぱ。なんかちょっと寂しいよね、色味。紫混じってるからゴールドもありかなって思っちゃう。ゴールドシルバー。でもしっくり。こっちの方がなんか清楚感出るで、シルバーにしとこう。うん。粉のかけらでも良いでしょうか。ねえ、ドボン難しいよね。私も最初苦手やってん。なんか最近やっとコツ掴んできたかもって思うようになってきたかもしれない。ダイソー行こうと思ったけど残念ってね。なんか他にお目当てになるようなレジンアイテム。でも今アクリルマーカーはね、いいよね。昨日さ、配信中にやったアクリルマーカー、やっぱ時間経っても出んかったな。昨日の配信の最初にダイソーで買ってすぐからインクが出ないアクリルマーカーがたまに混じってるらしいって話してたら、私のやつにあって、配信中にいろいろしたじゃんね。水につける、アルコールにつける、振りまくるとか。結局ダメやって、時間経ったら出るかもって話もあったけど、逆に出んくなっていったよね。だからやっぱもう外れはダメみたいだね。どうしようもない気がするという感じになってた。で、3個の丸カン、4個にしよう。3個の丸カンが必要。スーマルは 10mm と 6mm でダイソーじゃないね。でも10はダイソーにあったんやないっけ。10と12がダイソーに置いてある気がする。スーマルはコマ風呂に載せてあるね。ここで買ってますってやつ。6mm。これ 6mm 通らんな、これ。8mm や、これ。アルカンの大きさも大切。でもさ、みんなで粉々の分け合ってさ、かけらをみんなで持ってるとなんか、ね、仲間感感じるかもしれんで、かけらを持ってたらね。そうそう、甲子園の砂みたいな感じで。甲子園の砂ってさ、違ったらごめん。どっかのタイミングで持って帰るの禁止になった気がするねん。昔は持って帰るのが、ね、定番の文化やってんけど、何年か前にダメになった気がしたけど、気のせいかな。何かと間違えとるかもしれん。で、やっぱりこのスズマルビーズパイセンをつけるのが好き。海塗りには。雰囲気違うのできて嬉しいけどね、こっちのセリアの海は。ダイソーのやつはね、なんてやろ、
夫したらもっと上手になれたかもしれんし、タラス液がマサルじゃなかったらまた違ったかもと思いつつね、とりあえず完成しました。これかわいいな。これインスタに投稿しようかな。虹になったけどね、人によってはこういうのも気に入ってくれる方もいるかもしれないという感じでした。なんでこれがこれに対応し、これがこれに対応している、そんな感じのものが完成しましたね。マジ腰つらいのでパチモンのシャクティマットポチってきた。本当に治るといいね。私と一緒のタイプやったら効くと思うけど、全く一日中動いてないで血流でおかしくなってるタイプで、私は接骨院とか針刺しに行っとってんけど、刺した日だけ楽で次の日からまた復活しとってん、腰痛とか。シャクティマットは今は 3,4 時間おきにベッドに行ってゴロッと寝転んでスマホするねんけど、その時に上半身10分下半身10分って乗るようにしとるねんけど、それを継続してたらなんかもうほぼなくなったね。本当にひどかったけど一時期っていう感じにねなるといいなと思っておりますね。そうそう、ダイソーに用事あった気がしたらアクリルマーカーやったって思い出してる。アクリルマーカーは昨日の配信でねめっちゃ使ったけど、ちょっと待って、持ってくる僕。じゃーん、ね、昨日の配信でアクリルマーカーめっちゃ使ってんけど、これは本当にダイソーありがとうって感じだよね、出してくれて。アクリルマーカーは本当におすすめやし、またグリーンオーシャンさんから出してほしいでね、リクエストもしておきますね。パステルカラーとか出してほしいな。ダイソーにはないような、どうにかならんかなって思っております。で、コロクマも登場しよう。わー、僕らも登場。カチカチコロクマたちも最後に入り込んできた。うわーっていう感じで、今週の配信はこれでおしまいとなりましたね。お付き合いいただきありがとうございました。今週も綺麗なのできたかな。でももうちょっと正直ね、もうちょっと期待してた。にじんでダイソーのやつがにじまなかったらよかった、効果中に。それを期待してたんやけど、残念やったけど、でもこっちの薄い色に薄い色分厚く流す海塗りを初めてやったから新鮮やった。広がらないの前提で塗ったらもっとうまく塗れたかもなって思う、こっちは。言ってない、アーカイブキーワード言ってない。どうしよっかな。なんかあるかな。スクワットとかはもう全然続かんね。なんか運動するとかそういう系。仕事が詰まって忙しくなると全くやる気なくなる。それどころじゃねえよってなる。でも寝っ転がるだけやで続いてるね、シャクティマットはね。いやで、ずっとシャクティマットの話しとるで、それにしとくか、キーワード。ちなみにね、ステマじゃないから安心してね。本当に腰痛に困ってたから、仲間同じような人がいたらなんとかならんかなで伝えてるだけで、別に変わんでいいと思う。別に腰痛、そういう血流型腰痛じゃない人には無縁なものかなって思ってる。こんな感じです。で、一回あれを流しましょうか。アクリルマーカーね、カラリーペンと全然違うね。だってカラリーペンはフリフリしてカチカチして出すやつで、なんかそもそもジャンルが違うかなって思う。レジンに塗りやすさもね全然違ったりする。アクリルマーカーの方が塗りやすいねんな。いやね、出してほしいなって思ってる、グリーンオーシャンシャンで。どうかな。で、よし、ということでエンディング流しました。次回の配信ですが、月曜日の12時からとなっておりますね。ここで多分今日モールドなくして作れなかったアルファベットできるかなって思う。月曜日の配信で
その後何かが始まるんじゃないでしょうかという感じですね。その後から9月になってくもんね。1週間終わった、あっという間に。でね、もうこのなんていうの、夏の終わりじゃないけど、夏休み終わってバタバタの時期に見に来てくださった方もありがとうございました。最近は終盤になって寂しくなる気持ちもありつつ、エンディングがあるから聞きたい気持ちになるんですよねって。嬉しい。そう言ってもらえると、金曜日の夜が終わる、ってなるよね。新作ってどうかな。9月に入ったら何が起こるかな。シャフティーマット欲しいです。シャフティーマットって言い間違えてて可愛い。もう一回貼っとこう。おすすめ。でもなんか値上がってもあったで進めづらい。3000円やでって進めるのとさ、4600円やでって進めるので全然違うよね。なんかさ、こういうのさ見るたびにさ、私が買った時より値上がってるっていうか、多分これ世の中のものがやっぱ値上がってってるよね。どんどんいろんなものが。これ8月から何品値上げ、何品目値上げ、10月から何品目値上げとかってニュースでもいつもやってるやん。プライムセール待つのもいいと思う。だって私が買ったのが7月頭やで、2ヶ月しか経ってないのにそんな値上がるのおかしいで、なんか1回安くなっとる時買ったんかなって思う。ね、あっという間の1週間やし、もう私8月もねあっという間やったと思わせてね、実は来週の月曜日まだ8月なんだよね。そこで8月が終わっちゃうって感じ。どうしよう。8月終わったらアーカイブチャンスも3日に戻すか、好評そうやったら1週間のままずっと行ってもいいかなって思ってるんけど、どっちがいいやろ。8月の後半からその夏休みのお子さんのお世話してるママさんたちがアーカイブ見るの大変やで、アーカイブチャンスの期限をね1ヶ月に延ばし、間違えた、1ヶ月ちゃう1週間に伸ばしたんだよね。で8月終わったら3日に戻ろうかなっていう感じやったけど、こっちの方がみんながいいんやったら1週間のままで行こうかなって。ちなみに1週間やと当選してメール来た時に何の回やっけって思い出せんと思う。一応ね、当選した方には何月何日の何々を作った回のプレゼント企画で当選してますっていうメールを送るねんけど、何作ってたっけってなると思う。1週間後に来るで。それはそれで面白いかもしれないって思う。小まりさんが良ければ。ほんまどっちでも一緒かな、私は。できたら1週間がいいですってね、書いてくださって嬉しい。そうやって書いてもらったらね、それを反映していきたいなと思っておりますね。キーワードをメモするのにその後記入するの忘れちゃうって。わかる。もう1分前のこと覚えてへんやんな1分前のこと覚えてへんやんなとか言って。そう。ちなみに今日も当選者にはどうしよう、久しぶりにアーカイブ当たってる方も、1月13日に当たった方以降発表してないで、ちょっと発表しとこうかな今。でもなんかその後3人ぐらいしか当たってない。またアーカイブチャンス当たった方が10人ぐらいになったらね、そのタイミングでアーカイブチャンス当たった方のニックネームも読み上げしたいと思いますね。お疲れ様でしたって。ありがとうございます。土日もさ、また天候荒れたり急に雷降ったりするんかなね。最近変やで、みんな気をつけて過ごしましょうね。さっき SNS でうちの目の前に雷が落ちて、テレビ2台エアコン3台なんとかなんだいとか言って全部家電が壊れてた人の投稿流れてきて、怖っと思った。こんなことなるんやって。雷が落ちると家電が一気に壊れるらしい。それ見て怖って思っとった。でもそれはさ、運というかね、避けようがないよね。
落ちたら落ちたでもう神がそういう試練を与えてきたんやなって思うやろうけど、私やったらね、怖いよね、そんなん来たら。運や運。あっという間に8月が終わるの怖すぎたけど楽しかったですってね。もうやっぱ8月ってみんな全体的に忙しいやろうで早かったよね。今テレビ見てたらシャクティマット出てきたって。嘘。テレビの CM ってことかな。でもなんか私が本当はね、流行りだしたらもっともっと前やねん。なんだっけ、ガクトさんが SNS で毎日乗っとるって投稿して流行りだして、半年ぐらい前かな。でじわじわ来とったのがなんか最近また再燃しとるみたいな感じやった気する。そう、明日のダイソーは中止でありがとうございます。最後まで見てくれてありがとうございました。カンテレで流れたらしいシャクティマットが。家電全滅って怖すぎる。それって電源ついてないやつもかな。今私の部屋だけでエアコン、サーキュレーター、空気清浄機、机の照明3台、ライト3台、カメラ、マイク、パソコン、めっちゃある。冷蔵庫、プリンター、ドライヤー、これらが全てつながってる今私のコンセントに。これが全部壊れるってことかな。怖いね。保険くんかな。もう落ちへん落ちへん、そんなもん落ちへん、考えんとこ。怖い怖い。今週は仕事でイライラモヤモヤすることが多かったですが、今日も楽しかったですって。よかった。もうマイナスをなんかどうにかしてごまかしてこうね。大変なこといろいろあるやろうけど、もうほんま生きてるだけで偉いんやで。全滅したら怖い。それ UV ライトもや。エンボスヒーターもつなぎっぱなしや、コンセントに。めんどくさくてダメだこりゃ。カメラもよく考えたら2台つないでる今。考えると怖いね。もう普通にさ、電気が通ってるの幸せやんって思う。電気が当たり前に通ってて家電がついてるのめっちゃ幸せやんって今思った。助かる。雷がひどい時はコンセントから抜くのが良いらしいって。覚えとこそれ。そうなんや。前もあったよね、雷近くに落ちた方の雷の話をしたライブ会があって、過去に目の前に落ちた方とかおって怖かったよね。火災保険入ってる気がする。それ引っ越した時。でもあんま高い課題ないなって言ってハイランクするか迷ってた気がする。どっちやったか忘れた。うちの家電全部安いやつやでって話してた気がするね。ほんま電気、日本の電気にありがとう。電気代ね、徐々に上がってってなんかちょっとムカつくけど、許そっかっていう、許してもいっかってなったよねこれ。はい、という感じでここまでになりました。ありがとうございました。土日はね、そういうのに気をつけつつ、皆さん素敵な土日をお過ごしくださいね。はい、お疲れ様でした。ではまた月曜日お時間ある方お待ちしてます。アーカイブでここまで見てくれる方もね、いつもありがとうございます。本当に支えられております。はい、皆さんいい夢をあばよってね、いい夢見れますように。じゃあありがとうございました。じゃあまたね。バイバーイ。あばよ。そこにおったはずなのにどこ行った今日は約束と作業